オートバックスカップ全日本 GT 選手権シリーズ第6戦 CP ミネ GT レース、まもなくフォーメーションラップのスタートです。それでは直前の情報をピットの中島さんに伝えていただきましょう。中島さん、お願いします。はい、お伝えします。昨日、おとといとは打って勝って見事な秋晴れになりました。現在、気温はですね、日向では28度から29度ぐらいと非常に高くなっています。路面温度の方も37度から8度ぐらいとこちらも高くなっています。時折ストレートでやや強い向かい風が吹いています。各メーカーごとのタイヤの選択の状況なんですけれども、まずブリヂストン勢は全車ソフトレンジのものを履いています。ただ NSX は全車ソフトなんですが、18号車だけちょっと仕様の違うものを履いているようです。またスカイラインの方は1号車と2号車が新しいソフトタイヤ、そして12号車カルソニックと3号車ユニシアザナビーはテストをしているソフトタイヤということだそうです。それからスープラ3台は同じタイヤ、マクラーレンもソフトタイヤです。横浜はミディアムタイヤを履いています。十分この気温に対応しているタイヤだそうです。またミシュランは3台ともソフト系の高温用のタイヤなんですが、35号車だけわずかに異なる仕様のようです。またダンロップは GT500、GT300 ともソフトタイヤ、そして横浜の GT300 もソフトタイヤを履いています。以上です。はい、ありがとうございました。さあ、それではフォーメーションラップスタートしました。グリッドです。 GT500 高田ドーム NSX が今シーズン4度目のポールポジション、ハンデ60キロ、2番手モービル 1NSX、 3番手ポイントリーダー道上亮カストロール無限 NSX、 ハンデは90キロ、道上は後半のドライビング、4番手レイブリック NSX と上位4台 NSX、 5番手カルソニックスカイラインはノーハンデ、6番手ポイントランク1点差の2位ロックタイトゼクセル GTR、 注目のドライバー影山雅美は後半です。さらにオートバックス NSX を挟み8番手にも GTR、 ニスモの2号車です。以下13番手まではずらりスープラという感じなんですが、井田さん、はい、5番手以降のスカイラインの存在というのがちょっと怖いですね。はい、この予想しなかった晴れの状況で、はい、今回スカイラインが上がってくることは必至ですから、はい、見応えがあると思いますね。そうですね、はい、しかし前に出ることができた NSX、ハンデはありますけども、なんとか逃げ切りたいですよね。そうですね、その辺の駆け引きがすごく面白くなるんじゃないでしょうか。はい、さあそして GT300 です。 RD 対 3BP GT3R が初のクラスポール、ハンデ50キロ、クラス2番手 RE 雨宮松本清 RX7、 前回のノーポイントを挽回できるか、ハンデ60キロ、3番手には GT2 のアベリティマリオポルシェ、4番手ポイントランクにシェルタイサンアルバン GT3R、 そしてスーパーオートバックスアペックス MRS、 6番手には今回から300に移ったバイパーが顔を出しています。ポイントリーダー910ウェディングアルバンポルシェは7番手でハンデ80キロ。鈴木さん、はい、ポイントリーダーの910の前に、バイパーがいます。そうですね、この存在というのは910にとってはどうでしょう。いや、もう嫌な存在ですよね。同じ対3の、はい、そうですね、となりますと910を前に出さないようにと。いや、もうそれは当然そういう風なやり方でやってくると思いますよ。はい、ただ一つ今回ボクスター、これすっごく注目してほしいですよね。はい、そう910のすぐ後ろにいるんですけど、はいはい、これまでとは違って予選あるいはフリー走行でもかなりのいいタイムを出してきてますね。今朝のフリー走行はやっぱりトップタイムでしたから、今回は放送の中でも触れるチャンスが多く出てくるかなという感じがあるんですけど、ね、ぜひ前に来てほしいですね。そうですね、まさにこの GT300 らしいバラエティーに富んだ各チームの車が上位に上がってきました。さあこのコースは1周が 3.33km、 これを76周ですから合わせても 253.14km。 井田さん、短いですね、距離は。そうですね、はい、でも今回タイヤがですね、もうみんな選んでるソフト系っていうのがドライバーに聞くと、10ラップぐらいでもうヘロヘロだっていうコメントしてますから、どうなるでしょうね。26周ぐらいですね、レギュレーション上では、とりあえず引っ張んなきゃなんですね、ここをどう切り抜けるか。そうですね、はい、そのあたりのチームの作戦というのもあります。さあペースカーはすでにピットロードへ入っています。さあ各社がメインストレートへ戻ってきます。残り2戦でチャンピオン争い、佳境に入りましたオートバックスカップ全日本 GT 選手権シリーズ。チャンピオン争いに王手をかけるのは一体誰か。トリッキーでこの全長の短い第6戦、サバイバルか頭脳戦か。ポールポジションは高田ドーム NSX。 さあこのままトップを守って、さあいやモービル NSX がいきなりトップに立ちました。かわしました。モービル NSX トップに立って
高田ドーム NSX は2番手です。2番手で、おっとそのモービルは NSX、ここでクラッシュ、いきなりのクラッシュ、これは大クラッシュです。大クラッシュです。これはひどい。ウルトロンタイガースープラ、そしてオートバックス NSX、その後にスープラも続いてクラッシュしています。早慶マクラーレン GTR もこれクラッシュ、セーフティーカー入ります。タイとゼクセル GTR もこれなんということでしょうか。これはセーフティーカー、セーフティーじゃないですよ、セーフティーカーが今入りました。赤旗でしょう。いやー、これはなんというスタートになったんでしょうか。第1コーナーの飛び出し、これは赤旗ですよ。白いボディのモービルワン NSX が前に出たんですが、その第1コーナーの出口でどうやらスピン、ストレートは木端振動1本のみです。振動1本。このユラさん、これですね、前に出たんですがちょっとスピード乗りすぎましたか。出口ですね。出口でトップがスピンしましたね。ということでドーム無限の2台は前に行くことができました。ただその後ろのレイブリックも抜けましたね。レイブリックも抜けてないや。中入っちゃってますよ。これは芝生でスピンして今度内側に突っ込みましたね。となりますと、これね、カストロール無限と高田ドームは前に行きましたが、これおかしい、絶対赤旗ですよ。ちょっと危険な状況ではあります。これ一周回って帰ってきた時にこの第1コーナーが大変危険な状況にはあります。なぜ赤旗にしないんだろう。ストレート依然、木端1本振動です。木端の1本振動、これで作業ができないですよね。こんな通過させてたら。そうですね。現在の状況では高田ドームが今メインストレートへ戻ってきました。そして道上亮カストロール無限 NSX、 これ競技長何を考えてるんだろうな。それからカルソニックスカイラインもなんとかここは抜けてきました。その後ろロックタイとゼクセル GTR です。先ほどユニシアザナビでしょうか、クラッシュしたのは。これね、変な言い方ですけど、このクラッシュ見るとですね、最終戦に影響しますよ。そうですよね、もう時間がないですから、そうですね、これだけの大破しますと、NSX かなり壊れてますよね。そうですね、これはね、修復が簡単に効かないですからね。今マクラーレンの岡田君が中からまだ出れないような気が。まだ乗ってますか。救急車は入っています。徐行には変わっていますが、いや、これは止めないとダメですよ、絶対に。岡田選手は出た模様ですね。黄色いレーシングスーツの人間がですね、歩いてるの見えましたから、とにかくまずはドライバーの身の安全をこちらの放送席からは祈るのみとはなるんですが、どうやらドライバーの皆さんは車から脱出はしているようですが、いきなりスタート直後、モービルワン NSX の飛び出しによって、その飛び出しの直後のスピンによって後続の各社が5台6台とクラッシュに巻き込まれてしまいました。ここのサーキットは本当にクラッシュが起きますね。もう一度見てみましょう。嫌な気がしてたんですけども、これ飛び出したんですが、この1コーナーの出口です。リアを滑らせました。アウトに振った高田ドームは抜けていきましたが、その後モービルワン NSX が外へ車が流れていくときに避けきれませんでした。ここ立ち上がりでまたアクセルを入れていこうというところですから、もうこれトップがねやっちゃったから後ろたまんないですよね。避けようがなかったですよね、今のは。俗的な言い方になりますともらい事故的なものになってしまいますね。いや、しかし本当にポイント争いという上でのお話をこれからしながらこのレースを見ていこうと思ったんですが、こういう状況ですとモービルワン NSX 現在4位につけていたんですが、今回もノーポイントはこれは確実です。そうですね、とても走れる状態、かなりひどいクラッシュですね。三浦さんのお話にもありましたが、車が治るかどうかという、とにかくそういう基本的なレベルのクラッシュですね。このマクラーレンもかなり、いや、もうマクラーレン全損に近い、多分ここ今巻き込まれてるのが結構いますから、治る状態の車がどれだけあるのか。オートバックスカップ全日本 GT 選手権シリーズ第6戦 CP ミネ GT レース、1コーナーの大クラッシュによりまして現在ペースカーがセーフティーカーが導入されていますが、依然としてこの復旧のめどはまだ立たないような、それぐらいの大きな事故となってしまいました。現在は高田ドーム NSX、 カストロール無限 NSX、 カルソニックスカイライン、ロックタイトゼクセル GTR、 松本清トムススープラ、 FK マッシモセレモスープラ、デンソーサードスープラという上位の隊列になっていますが、皆さんレイブリック NSX はどうやらコースには復帰しています。
この隊列の中には今いました。ユニシア・ザナビースカイライン、先ほどユニシア・ザナビーも巻き込まれたというようなことを、言ってしまいましたが、どうやら無事だったようです。シェルタイス・アルバン GT3 が現在3番手、アビリティ・マリオは5番手に下がっています。はい、鈴木さん、多分片山君のも巻き込まれてますよね。スカイラインが1台いたんですね。はい、2号車ただ車でちょっとぐちゃぐちゃになってるから、誰が巻き込まれて、たけしも多分トムスの1台も巻き込まれてると思う。トムス1台でした。1台は挟まってますね。37号車が現在走ってますから、おそらく土屋武選手ですね。というようにカメラを通しても肉眼で見てもどの車がいるかわからないほどに重なり合って、事故を起こしてしまいました。第1コーナーです。短い、はいですね、まずスピンした64番ですね、モビル NSX ですね。そして36番、これスープラですね、そしてマクラーレン、岡田選手の双剣マクラーレンいましたね、そしてカストロールのですねスカイライン2番ですね、そして土屋選手、危なかったですね、右側の運転席側からぶつかってきましたよね、8番、少なくともですね5台の車はそこに止まってますね。今、5台、そうですね、左の5台のクラッシュとなってしまいました。いやここは本当にね、直線広くて1コーナーからずっと狭くなってますから、これ本当にトップでね、トップクラスで何かがあるとこういう事故になってしまうんですけども、そうですね、一番本当は避けたかったものだったんですが、勝負をかけたゆえの、我々には計り知れない高いレベルでのことが起こったんではありましょうけども、それから井田さん、このレースは全体で250キロの76周なんですが、こうやってセーフティーカーがどんどん導入されますと、いやドライバー良かったですよ。これは結構いってますね。打撲してるんじゃないですかね。オートバックス NSX が現在クレーンで吊り上げられているんですが、オートバックスは隙がないですね。そうですね、富士に、富士でも1回前損ですね、あの時に。これももらったようなものですからね、きついですね。島田さん、そして映像にありました6番、ですね、エソユニフロスープラですね、そちらの方はダメージがないという報告がドライバーが来てて、走行は続けてられてますね。エッソウルトロンタイガースープラは巻き込まれたようですが、どうやら隊列に復帰しまして GT300 の後ろに、放送席からは姿が見えます。こちらです。6番のエッソウルトロンタイガースープラ、外傷は大きくはどうやらないように、こちらから右のフロントあたりをちょっとはやっぱり押してますね。大きな損傷ではないので、おそらくこの後は走り続けることはできるでしょうか。ただね、タイヤが心配ですね。みんなこの状態でタイヤが今どっかが切れかかっているとかですね、十分考えられますので、これ今こういうスピードですけど、これがレーシングスピードに上がるとですね、突然タイヤがバーストしたりとか考えられるんで、本来はこれはそういった意味では赤旗を出して各社が一応安全のために自分の車をチェックするっていうのはしたいですね。レースだから僕が監督でもやっぱりこういう状態なら走らせますけど、でも気持ちとしてはチェックしたいですよね。大丈夫かどうかってことを。当然急激なブレーキも踏みましたでしょうし、破片も踏みましたでしょうし、いろいろな状況がそのタイヤに対して考えられます。ご覧のように現在自己処理が行われていますが、島田さん、岡田選手は大丈夫みたいですね。今テイクワンの坂田さんに伺いましたけれども、ただ車の方は両側から挟まれてしまっているのでちょっとどうかなという話でしたですね。中島君、土系体大丈夫かな。ちょっとそちらへじゃあ移動します。すみません。オートバックス NSX、片山右京選手の車もかなりひどい。これは次の鈴鹿が心配ですよね。今このクラッシュしてるとか、このスープラはそれにフロントガラスも割れてますね。これはひどいな。土屋武史選手ですね、スターティングドライバーは。そして64番の最初にスピンしたのがドミニク・シュワガー選手でした。事故を追求するわけではないんですが、鈴木さん、あの場合のモービル NSX の飛び込み、そしてコーナーの出口、ドライビングというのはシュワガー、あれはどうだったんですか。あれは別に
インさして飛び込んでたんですから、素晴らしいジャンプアップといいますか、ただやはりあそこでスピンしたっていうのはやはりタイヤが温まりきってないから、ただどういう状態でちょっと分かんないんですけどね、ここからが分からないんですけども、どういう状態でスピンしたのか、あそこで脇坂君と当たってるような気もただ見えてないからちょっと分からないんですけどね、普通あそこってあまりスピンするところじゃないんですよね。ちょうど脇坂が右後ろにいまして、その前にいましたから、ちょうどお尻をちょこんとつつくとああいう状態にはなりやすい状態ではありますけどもね。島田さん、土屋圭選手ですけどね、歩いてこちらの方に戻ってきてるみたいですね。ただやはりあれだけのクラッシュですからね、ちょっと心配ですけども、自分で歩いてきてるみたいです。とにかくオートバックス NSX 土屋圭一選手の体は自分で歩けるという状態である、そういったリポートが入ってきまして、まずは不幸中の幸いという感じでありますが、みんなドライバーが無事だったのが本当にまずはそれですけど、さて隊列は再びメインストレートに戻ってきますが、そうですね、この高田ドームをちょっとノーズをアップしてもらうと、高田ドーム NSX、カメラさん、高田ドーム NSX 前の黄色い車を少しフロントアップにできますでしょうか。もしぶつかっていると左のこれ当たってます。いやこっちじゃない、反対です。左です。ここ左の当たってますね。当たってますね。そうしたら今のスピンは分かります。そうですね。いや僕あそこはねスピンする単独でスピンするとこじゃないんですよね。あそこの出口ではちょっとあまり考えられない。これは押しちゃったんですよね。そうなると結構これは問題が大きい。脇坂選手に対してのものも何かあるかもしれない。あくまでも予測ではありますけども、ということで現在この高田ドーム NSX が先頭でこの隊列を組んでいますが、マーシャルカーセーフティーカーの後ろについて4ラップがすでに計測されています。カストロール無限 NSX と、タイトルを争う上で上位にいますこのカストロール無限 NSX、現在トップですが現在2番手となっています。カルソニックスカイラインが3番手、そしてロックタイトゼクセル GTR4 番手、その後スープラ2台が続いていますが、これスタートの進行上は確かにこの木端で済ませたい、セーフティーカーで済ませたいっていうのは気持ちわかるんだけど、かなりの車がダメージを負ってるんで、これは1回赤にすべきですね。赤は触っちゃいけないんですよ、基本的に車を。ただ見ることができますよね。で見て、要するに赤旗が解除された時にタイヤを交換するなんなりっていう車を修理するとかですね、その後の次の行動に移れるという点では、これだけ大きな事故でもらい事故で走ってる車これだけいますと、例えば今レイブリック NSX 走ってますよね、これガードレールにかなり強く当たってますよね。当たりましたね。でも走ってるわけですよ。この辺もわからないし、いろんな意味でねちょっとこの後が怖いですよね。あれだけサイドからぶつかっていると、もしかしたらアライメントも狂っている可能性ありますよね。ただね、服部選手はそういうのすごい敏感なんで、アライメントがいってたらピット入ってると思いますね。もう自ら、ゆっくり走っててもアライメント狂ったらもうハンドルの向きが変わっちゃうので分かると思うんですけれども、島田さん、セーフティーカーが入ってから2周目だったと思うんですけどね、トップのですね高田ドーム、モーブル NX1 のですねピットのところにですね、寄ってきて何かの意思表示をしたんですよね。それがどうだったかちょっとこちらはウォールでピットウォールで見えなかったんですけども、ウォールのすぐ横まで来て、それでセンターまで戻って何かの意思表示しましたね。という両チームなんですが、こちらの放送席からの、分析をしていただいた限りではおそらく高田ドーム NSX がモビル NSX のお尻をつついてしまったんでしょうという後輪のタイヤの跡がねついてますね。先ほど映像でもちょっとよくわからないんですけども、スピンの仕方が後ろから押されてスピンしたような仕方見えましたから、典型的にリアの横を軽くつつかれた時にお尻がくるっと回る、というよりあそこは本当ああいうスピンのする場所じゃないんですよね。もう立ち上がりですからね。もう一度ご覧いただきます。この白のモビル1がこれトップに立ちました。ここでスピンするのは分かるんですけども、そして2番手に落ちてしまった高田ドームがもう一度ここでプッシュをするんですが、おそらくここでお尻をつついてしまった。ここで白い車がバックしてコースの外側へ行ってしまいました。これによってご覧のようにこれでもオートバックス NSX 本当に
怖い事故ですね。怖いですよ、これは。これ怪我がなくてよかったですよね、ドライバーに。あら、ひどいことになってますね。エンジンまで行っちゃってるんじゃないですかね。そうですね。いや、リアフレームはダメでしょうね。はい、モービルアイ NSX ドミニク・シュワガー選手、前回ノーポイントで今回は当然勝負をかけていたところでしょう。やっぱり見てる側からしたら、はい、こういう形じゃなくて勝負してチャンピオンの行方っていうのが決まってほしいですから、はい、これで一つ候補が抜けちゃったわけですよね。ちょっとそれがすごい残念ですね。そうですね。もちろん高田ドームもね、故意に当てたってことは考えられないです。はい、多分ストールじゃないですけど、オーバースピードでちょっとスピードがぐーっと落ちてたんでしょうね。はい、で思ったより追いついてしまってっていうことだとは思いますけど、はい、でも本当になんかたくさんの車が走れなくなって残念ですね。そうですね。もう最終戦にやはり近づくということで、ピットのこの戦略、それから高い次元でのバトルというのを本当に我々も楽しみにしていたんですが、現在その事故から逃れたこの各チームの車でこの後なんとか盛り上げていただきたいんですが、高田ドーム NSX モービルワン NSX、 これが現在の1位2位という形になっておりますが、依然としてセーフティーカーが導入されたまま現在のラップは5周を計測しています。シュワガーのインタビュー言ってくれるかな。そうですね。もしシュワガーが今ピットにいましたからね、話をしてくれるんであればちょっと聞いてみたいというのは当然ありますけども、今ちょっと聞ける状態じゃないんじゃないですかね。かもしれないですね。多分彼氏に興奮してると思うし、ああいう状況ですと、鈴木さんもずっと長年この GT に乗られてましたけども、やはりこう気持ちの中で穏やかではないですよね。いやもうね、シュワガーとしたらなんでだっていう気持ちですよね。どなたかこう話をちょっと聞いてみたいなというのは。島田さん、片山右京選手、お願いします。体大丈夫ですか？全然大丈夫です。状況としてはどんな感じだったんですか？僕の時は分からなかったんですけど、終わって聞いたらドミニクがなんか脇坂とちょっと接触したみたいでスピンして塞いで、でみんな避けてぶつかってきてて、で土煙で何にも見えなくて、で止まってくれと思ったんだけど、土屋さんの横っ腹行っちゃったから、土屋さんムチ打ちになって大丈夫かなと思って助けに行ったんだけど、それでしたら頭低くして後ろからマクラーレンが今度突っ込んできたり、みんな後ろから来てるから。じゃあ、土屋さんだけちょっと心配ですけども、その他のドライバーはみんな大丈夫ですけど、車はどうなんですか？いや結構いっちゃったな、前後挟まれちゃったんで、すごいスタートがね今回良かったんで、もうちょっとね車の調子も朝から良かったからちょっともったいないね感じで残念ですけど、また次頑張ってください。ありがとうございます。島田さん、その土屋系選手来てもらいました。ちょっとダメージが心配でしたですけど。そうですね、また首がきましたねでももうね、押しちゃいけないね、トップでね、後ろが混乱するからね、ああいう当て方はちょっと問題があるんじゃない？今ちょうど土屋さんの前に右京選手のインタビューがあって、土屋さんの方に行っちゃったんで、土屋さんがすごく心配だったっていうことなんですけど。そうですね、ドアなくなっちゃいましたからね、右京がもうスカットミサイルのように来ましたからね、結構首横から引きますね。前後はねなんとかこう力入れられるけど、横はもうねどうしようもできない。富士でもありましたし、今年ねちょっとクラッシュがありますね。でも自分でやってるわけじゃないからね、やられてたからこれはしょうがないでしょ。ファンもですねすごく心配したんですけども、今首が痛いってことですけども来てもらいましてありがとうございました。いえ安全にレースをしましょういいレースを見せましょうよ。どうもありがとうございました。ということで、首が痛いと言いながらもインタビューに応じてくださった土屋圭一選手ですけども、やはり内心ちょっとやっぱり勝負をかけているだけに、それから危険なことだっただけに、そうですね、ただね、これ本当にレース後半で勝負かけててああいう状態になるならいいんです。やはりスタート直後ですから、
やはり接触は避けてほしかったですよね。という気持ちは伝わってきますね。レースが台無しになってしまいますからね。そして今画面ではドミニク・シュワガー選手が映っていますが、ということで現在、セーフティーカーが導入されたまま6周が計測されています。高田ドーム NSX が、事故の原因ではないかという形ですが、現在のところ暫定ではありますがトップ、そして16号車カストロール無限 NSX 現在ポイントランクトップ、三つ皿がスタートドライバーですが2番手、3番手にカルソニックスカイラインという隊列となっています。1周目の最初の第1コーナーの出口で接触がありました。ここで5台の大きな事故がありました。その後現在6周目に入っていますが、依然としてセーフティーカーが導入されたまま、そろそろ開くかもしれないですね。だいぶそうですね、1コーナーの出口のあたりも車が片付け始めました。多分次の週あたりですね、いけるんじゃないかな。島さん、ドミニク来てもらいました。ドミニク、can I get a few words of what's happening? Yeah, what happened is maybe the stupidest accident I ever had. I mean, I didn't want to take some risk in the first corner, but I saw it was quite easy to pass him in the first corner, and I was already leading, and just on the accelerating, Wakisaka hit me on the right rear quite heavy, and I just spun, and then everybody was coming crashing into me, so it's really, really bad because we're fighting for the championship as well. And when I'm behind the Dome or Mugen car, I mean, it was the same situation in TI. I didn't push them off. I tried hard, but not a situation like that. I mean, it's just Wakisaka to blame for it. I mean, many cars are destroyed, so not only our team, but we lost the championships, I'm pretty sure, so I'm very sorry for all the team because I was sure we could win here today. How about your physically of the damage? Yeah, I'm fine, but it was quite heavy impact. I was just sitting there, and I saw all the guys coming, like Tsuchiya and Katayama, and were hitting me full. They were just on the power and scary brake. Yeah, but the car is very safe, so it's lucky. But this was really, really, really stupid situation. Sorry for that. ドミニクですけどね、やっぱりもちろんその1コーナーに頑張っていったのは多少のリスクを背負ったのは分かってるけども、その後押されたというのはちょっとこれはちょっとひどいアクシデントだ。自分のレースのですね短いキャリアの中でもですねこんなアクシデントというのは初めてだし、そしていろんな車に迷惑かけてしまった、ほとんどの車がですねどんどん僕の方に来て、そしてすごいクラッシュになってしまったと。そして車がですね安全性が高かったので、どんどんぶつかってきたけども、自分自身は大丈夫だけどもいろんな車が来ちゃって、そしてこれでもうチャンピオンシップの可能性というのもどんどん少なくなってくるし、ちょっと今回はがっかりだなというところですね。ということで、その当事者に一番近いところにいましたドミニク・シュワガー選手のお話を聞きましたけども、そうですね、ちょっと残念でしたね。彼自身、やっぱり自分は大丈夫だったっていう体のことがね、怪我人が、土屋さん首だいぶ痛めましたけど、生死に関わるような事故になっても不思議じゃない状況だったんで、そんな中では、不幸中の幸いということができると思いますけれど、ちょっと辛いですね、これは。今、それでですねモービル NX1 のピット来た時ですね、中島総監督ですけども、いつもはすごくドライに冷静なんですけどね、今回ばっかりはちょっとですねかなり興奮してますよ。でいうような言葉もありましたね。さあこれでセーフティーカーがピットロードへ入りました。7周のフォーメーションラップ、セーフティーカーランがありました。今レースが再開されました。博多ドーム NSX が現在先頭です。そしてカストロール無限 NSX が2番手、3番手にカルソニックスカイライン。カルソニックスカイラインが外から行っていきなりの2番手に上がるか。まだインで粘っているカストロール無限 NSX、下がって3番手
グリッド通りの3番手にまた戻ってしまいました。その直後にロクタイトゼクセル GTR、 無限の NSX が少し落としてます。おっとノマドディアブロ TT1、 これは第1コーナースピンしています。それからこれまた画面が GT500 のトップに戻りました。第1ヘアピンです。この3台が固まりました。2番手集団、これは展開としてはスカイラインやっぱりなんか来そうな気しますね。はい、もう最初から今回ある意味で本命じゃないかなと思ってた、カルソニックスカイラインがすでに2番手にいるっていうことが、はい、これすごい大きいですね。アクシデントはありましたけども、予選であの位置につけていたからこそ、この今の位置があるわけですよね。カルソニックスカイライン、このブルーのボディのこのスカイラインですけども、 GT の初代王者、この中で、そのソフトの中でも、使ったことのある、少し、今皆さんが履いているソフトよりはハードめの、実績のあるタイヤを選んでいるのがこのカルソニックスカイラインと、このトップ高田ドームですね。ただちょっと固めの2台が今トップにいってるっていうのが面白いですね。これいきますね、このうち。さあもうアウトで並びました。この前です。いやもうこういうレース、こういうレースでやらせたらやっぱり和義さん、年の功ですからね。はい、星野和義、さあ前に出るか。脇坂と並んでいる。ブレーキングは博多ドーム構え。すごいですね、寸止めですね。見せますね。由良さん、博多ドームは固めと言いましてもハンデ60キロを背負って、一方のカルソニックはノーハンデです。ノーハンデ。ここの差は、いや、これはもうタイヤの垂れとかに全部効いてきますから、ものすごい今回なんか有利になってきてますね。成績の裏返しでもあるんですが、開幕からずっとノーハンデで戦うことができました、このカルソニックスカイライン。ただセーフティーカーランが非常に長かった。全部で何ラップしました、6ラップしましたね。セーフティーカーランの分、そのソフトタイヤの摩耗の限界得したっていう言い方もできるわけですね。そうですね。ですからその辺で展開としては26周までは最低でも頑張んなきゃなんない、その辺に影響は出てくるんでしょうね。さあそしてこのロックタイトゼクセル GTR の3番手へのプッシュ、ちょっとカストロール無限の苦労してますね。ミツサラがあまりなんかこのセーフティーカーランが終わった途端に順位を落としたんですね。さあロックタイトがインに振りました。1コーナーの進入で前に出るか。並んでいる外カストロール無限 NSX、 とよく当たった。関門の第1コーナーちょっとヒヤリとしました。そして一気に2台に抜かれました。松本清トムスープラ前に行きました。ミツサラは一気に2つ順位を落としてしまいました。これで5番手。そうですね、やっぱりちょっと辛そうですね、車で90キロを背負って、そしてソフトタイヤですね。もう5周ぐらいでタイヤがズルズルっていうか、もうフィーリング悪くなるっていうことは水沢選手言ってました。ということでこの16号車より前に行ったロックタイトゼクセル GTR は1ポイント差で現在ポイントランク2位ですから、この体勢でいけばランクは、入れ替わるというわけですが、 GT300 の方も激しい争いが起こっています。300も先ほどから激しい争いしてますよね。そしてこちら500の先ほどのシーンですね。出口で当たりました。激しい争いを見せています。三原秀俊。でも今のね当たり方はその当たっちゃったっていうレベルで、そうですね、最後に彼の道1本を残してますから。さあそして GT300 ですが、MRS がこれは2番手に上がってますね。そして有山、松本清、RX7 が3番手に下がりました。トップは28号車の RT タイサン BPGT3R、ナインテンウェリンガルマンポルシェが4番手にジャンプアップ。その後ろは GT500 の S ウルトロンタイガースーパー、シェルタイサール版 GT3R もここまで上がってきました。というか鈴木さん、先ほどレース前にちょっとお話をいただきました、ナインテンポルシェを前に出したくないという、バイパーなんですが、バイパーがね先ほどちょっとね、3コーナーで表へちょっと飛び出しちゃったんですよね。その時にナインテンが抜いてきましたから、いやこれ500も面白いし、
500プッシュしてますね。すごいですね。スカイライン同士ですね。そうです。星野和義にロッチライトゼクセル GTR はエリック・コマス。エリック・コマスは9月28日に37歳のバースデーを迎えました。去年のこの峰で片山右京と元 F1 ドライバー同士の激しいバトルを繰り広げたことは非常に有名でありますが、この3台が並んでいます。スカイラインにとってあのクラッシュでかなりのライバルが消えてしまってるっていうところは大きいですね。そうですね、はい、非常にあっさりしちゃってますからね、この景色が、はい、こんな3台ぐらいのバトルじゃなかったはずなんですよ、本来。はい、そうですね、はい、博多ドーム NSX 現在12周終わっているところですが、カルソニックスカイライン、ロックタイトゼクセル GTR、そしてカストロルム NSX の後ろから FK マシモセルモスープラがすごくやってますね、ここの辺もやってますね、はい、逆に言うとこの無限の NSX が少し苦しんでるなという、苦しいですね、逆に苦しんでるような感じがしますね。雨の時っていうのは非常にいい速さを見せてたんですが、はい、やはりこの晴れてドライの状況ではこの重さっていうのが、非常に、厳しく効いてきますね、はい、雨っていうのはサスペンションアームがほとんど動かない、要するに、サスペンションを使う前にタイヤのグリップがもう限界で滑ってるわけなんで、でこう晴れてくるとですね、サスペンションが仕事をして、積んでる重りも全部それが振り回すというか、荷重の移動にものすごく大きな影響をするんですね、はい、そうするとやはりこの重たい車がこのトリッキーなコースで非常にこうハンディになってくる、そうですね、はい、もうまさしく晴れると遅くなっちゃう、はい、雨ならなんとかなるっていう状況だったわけなんです、まさに90キロがハンデとして効いてきているようですが、さあこちらは910ウェリングアドバンポルシェ、そしてその前で鈴木さん、はい、もうやってますね。そうなんですよね、はい、今回MRS がすごいいいペースで来てるんですけども、この GT3R に迫るスピードを出してますね。はい、GT300 は、いろんなタイプの車が出てるんですけども、はい、このトリッキーなミネに対してコース適性があるのはどの車なんでしょう。一応ポルシェにここはストップ&ゴーのサーキットですから、はい、やはりトラクションがあるポルシェに有利かなとは思うんですけども、はい、それとボクスターがすごく速くなってきたんですが、はい、なぜか今上位にちょっとね見れないんですね。どこへ行っちゃったのかなという感じがしますよね。GT300 トップは RD 対 3BP GT3R、 ポールポジションから現在トップを守っています。そして2番手にスーパーオートバックスアペックス MRS、 910ウェリングアドバンポルシェはジャンプアップして現在3番手、その後ろに RE アメミヤ、松本清 RX7、 さらにはシェルタイサンアドバン GT3R と続いています。クラス移動をしてきたバイパーはその後ろ、さあインに出るがここはまだ前には出られません。シェルタイサンアドバン GT3R 松田秀志、松田君とすればなんせ RX7 を早く抜いて910と勝負したいっていう気持ちでしょう。そうですね、はい、鈴木さん、はい、RX7 はそんなに低速のトルクがあるという車ではない、はい、このコースに対してはどうでしょう。コース的にはあまり向いてないと思うんですけども、ただ練習中から見ると安定はしてますよね。数字的な結果はまずまず残してますよね、はい、車として、ね、かなり完成されてきたというか、ね、もう2つ目に煮詰めてある車ですよね、はい、おっと CDMA1 セルモスープラ、木下孝之がスタートドライバーですが、ここも1コーナーのあたりでしょうか。出れそうです。これは出られるでしょうか、はい、いやしかしこれエンジンストールしてしまいましたか。いやこれね、前に行くとちょっと砂の中入るから戻りたいなと思ってるのかもしれないですね。じゃあ後続の様子を見てるという感じですかね、はい、いや多分バックに入らないんじゃないかなと。そうですね、シーケンシャルですから、はい、バックに入れるのちょっと難しいんですよね。最近は H 型あるいはシーケンシャルといったギアの形状があるわけですけども、この CDMA1 セルモスープラは鈴木さん、開幕は98年型で戦わざるを得なかったんですよね、はいはい、そして現在99年型、もうすでに上位は2000年型が当然の世界ですから、まだちょっと苦しんでますよね、はい、
さあ GT500 トップ高田ドーム NSX 脇坂十一、そしてカルソニックスカイラインは星野和義、 GT300 を挟んで6タイトゼクセル GTR エリック・コマス、その後ろに松本清トムス・スープラ。さあこれからはバックマーカー結構入ってきますからね、はい、和義さんにすれば追いつくチャンスだろうし、はい、そうですね、それとこの2台のタイヤが違うっていうのがなんかちょっと見えてきましたね。バックマーカーの問題だけじゃなくて、はい、6タイトゼクセル GTR の方がちょっとタイヤが苦しくなってきたかなと、はい、ちょっと離れてきましたからね、だいぶさらにそのソフト目でも NSX 何かなどが選んでるタイヤよりまたもう1ランクソフトなんですよね、はい、その辺で、この気温の中では耐久性としては心配だと思います、はい、ロックしてますね。ちょっと今、ギヤリとしましたが、これまたタイヤを少し使ってしまったかもしれません。カストルーム NSX 三原秀俊、やはり何か苦しんでいるのか、マシーンがここでスピンを犯してしまいました。現在ポイントランクはわずか1ポイント差ではありますがトップをいっていましたが、だいぶこれで、はい、もう順位を落としました。10ラップぐらいで、ぐにゃぐにゃな感じになってしまうという話はしてました、はい、タイヤのトレッド表面が溶けすぎちゃって、変な話ですが納豆のようになるんですね、ベタベタに。そうなると表面で動いちゃうっていうんですか、はい、非常に不安定な後ろの出やすい状況になってくるんですね、はい、そういったタイヤは GT300 も同じでしょうが、さあシェルタイサー7番 GT3R がこれ7をかわして前に出られました。鈴木さん、これ来ましたね。今その前にも秀ちゃん勝負かけたんですけども、はい、ちょっとあれで今2つ目でしたね、はい、ヘアピンこれよくあそこ突っ込んできましたよね。そうですね、はい、どうですか、運転してるとものとしてあそこのちょっとあそこなかなかいけないところなんですけども、というお話をねちょっと実は前に聞いていたんで、思い切ってというよりも松田君とすれば9点にどれだけ離されないかですから、今このままだともう離されるの分かりますから、なるべく早くもう7を抜かなければいけないっていう気持ちがありましたから、思い切って勝負しましたよね。松田自身はポイントが48ポイントで、このレースが始まる前は4位だったんですが、パートナーの福山が、50ポイントで現在2位につけていますから、一旦ね松田君は足の怪我で、そうですね、休まなきゃいけなかった分がありましたから、インディで大きなクラッシュをしてしまいます。それでちょっとポイントは本人は少ないんですが、ただこのタイトルを取るというのはもう自分が取ったのと同じぐらいのものでありますし、チームが取ったものという表現もできますし、マシーンへの最大限のこの評価でもありますからね、どうしても欲しいタイトル、松田秀志。現在ジャンプアップして1つ上げました4番手です。ご覧のように GT300 のポイント争い、2位と3位で同じポイントなんですが、勝利があるかないかという点で、2番手にこの福山が上がっています。まだね 5ポイントの差だから全くわからないですよね。さあそしてアレックセブンの後ろにバイパーが迫っていますが、皆さん、このバイパーが GT300 で走るというのも何か不思議な感じがしますが。そうですね、ただ、海外での実績も実際あるんですよね、そういった意味では 8000cc の V10 をですね、ディストレクターで絞って、300に出てくるっていうのはある意味で面白いアイディアではあるんですね、最強の300マシンになる可能性はあるわけです。そうですね、もちろん頭は抑えられますけど、やっぱり 8000cc の V10 ってトルクがすごいんで、そういった意味ではもう素晴らしい速さを持っているはずですね。もうここはスリップに入っています。さあデュプレック対3エリーバイパー、ここは難なく前を行きました。ロータリーエンジンのこの7の前に行きまして1つ順位上げました。このポイント圏外のチャンピオンシップポイント圏外の車が上の方に行くっていうのは、例えば坂東さんなんかにしたらもう嫌でしょもう不愉快だなって、要するに自分の点が下がるわけですから、もう嫌でしょうがないと思いますよね。さあそれからもうバックマーカーとのこの争いといいますか、どうかわしていくかというのがあるんですが、
コースが鈴木さん短いです、はい、それから狭いです、はい、となりますとこの GT300 の方にしますと、はい、500をうまく利用するという方法もあります、ね、方法もありますし、500にしてみれば、はい、抜き方すごく難しいですよね、はい、接触する可能性ありますから、はい、となりますと、もうごちゃごちゃになってしまったら、はい、ルーティンで何周目に入ろうというピットよりも、はい、その場の判断というのは出てきますか？そうですね、出てきますね、はい、それはもうチームの判断で、ここで走っててもしょうがないっていうんでしたら、もう早めに入れたり、そうですね、逆にもっと伸ばしちゃったり、はい、星野さん頑張ってますね。いや星野和義、まだ健在なりですよね。健在です。この場所走ってるなんて素晴らしいじゃないですか、はい、今回本山選手は本当に自信たっぷりだったんですよ、だから星野さんがいいところで戻ってきてくれれば、はい、絶対に勝てるっていう言い方をしてたんで、タイヤチョイスはもう大成功だったっていうことを言ってましたからね、ちょっと本当どうなるか楽しみですね、この後は。予選5番手からのスタートで、ノーハンデで5番手につくことができました。さらには今回は車重を50キロ乗せる代わりに増やす代わりに、ハンディウェイトない代わりなハンディをつけたつもりでリストレクターを大きくする、非常にいいやり方でしょうね。そうですよね、あるいはなんかその辺で勝負をやはりかけてきているかなというのが見え隠れしますが、そうですね、それこそ今チャンスが来ていますよね。もう大チャンス来てます、もうこういう時にしっかりそれを形にしたいですよね、またこのしぶとい走りで星野さんの後を継ぐ本山のこのプッシュ、それからブロック、これ見ものですからね。ご覧のように高田ドーム NSX カルソニックスカイライン星野和義、そしてその後ろからエリック・コマス、ロックタイトゼクセル GTR が追って3番手です。さらには35番の松本清トムス・スープラが現在4番手につけていますが、少し差は開いてしまいました。画面で見ますと間に2台3台と挟んでいます。だいぶこのスープラとの間離れてますね、4番手が。そうですね、4番手が結構離れましたね。 GT302 台を挟んでここにいます、そしてその後ろに FK マッシュのセレモンスープラ。逆に4番手以下はかなり団子っていうかすごい大接戦になってますね。そうですね、一度はガードレールにぶつけてしまったレイブリック NSX もご覧の位置につけています。無事に走ってますよね。大きな損傷もなかったようです。今20ラップ目ですね、あと6ラップぐらいですね。どうするか。でもみんなに起こってるタイヤにとってきつい状況なんで、なるべく後のことを考えたら引っ張りたいですね、だから先頭で入る人がいるとつられる可能性はありますけど、みんなが我慢したらみんなで我慢するっていう、それこそ後が多いわけですね。26で入ったらあと50周も残るわけなんで、そのもう最後の最後っていうのは心配になりますからね。そうですね。現在直前にリポーターの中島さんに伝えていただいた限りでは、気温が28度から29度、ローンが37度から38度、どうでしょう、ブリヂストンのタイヤにするとそろそろもう限界の温度ですよね。完全に限界の中で頑張ってるわけなんで、今回レース距離が比較的短いというか、そういう部分では駆け引き的なピットインのタイミングっていうのはかなり自由度はあるんじゃないですかね。レイブリック NSX 現在8番手。ただ金曜日から一度もドライタイヤを履いた車のセッティングってしてないわけです、どのチームも。全部その以前ここにテストに来た時のデータで車が決まってるわけなんで、そういう点ではミディアムにしたら全てが解決するかっていうとそんなこともないわけなんで、非常に心配だと思いますね。鈴木さん、ドライバーの立場から見ても、同じ車であっても、ちょっと1週間前と今日というのは同じセッティングしてもやっぱ変わってくる、変わってきますね。特にこの時期気温でローンがだいぶ変化しますから、その辺で随分変わってくるんではないかなと思います。
そういったことも踏まえてタイヤのチョイスというのが各チーム戦略ではありますけども、スタート直後の第1コーナーの5台が絡む大クラッシュがありました。その後6周から7周のセーフティーカーランがありました。現在はトップは21周を終えています。 GT500 は高田ドーム NSX がトップ、カストロール、パルソニックスカイラインが2番手、3番手にロックタイトゼクセル GTR です。レイブリック NSX は現在8番手あたりを走行しています。やっぱりね、タイヤはちょっと苦しそうになってきましたね。今もフロントがちょっとアンダー出ましたよね。はい、今最終コーナーで結構よれてましたからね。さあどの辺で入るでしょうね。現在22周です。前を行くのはエンドレスアドバンスープラです。今シーズンの最高位が8位、ここ2戦が連続8位です。オールスターを含めますと、スペシャルステージを含めますと3連続8位というエンドレスアドバンスープラは木下光弘、レイブリック NSX は服部直樹。これでもよく走ってますね。僕はね終わったと思ったんですけど、さっきかなりガードレールが動くぐらいドーンって当たったんで、この車も終わったなと思って、おっと、これは31番新田ですね。はい、新田君の、現在2番手あたりを GT さんでペナルティーですね。ここでペナルティーだと鈴木さん何が考えられますか。スタート時バックから再スタートの時にコントロールラインまでに抜いてしまったとか、そのぐらいしか今考えられないんですけども、イエローも出てないですよね。スーパーオートバックスアペックス MRS 新田森生に対してペナルティーがご覧のように出されています。多分スタートラインまでに抜いてしまったんではないですかね。そうですね、今回これだけいい走りしてるだけに残念ですよね。セパンからニューマシンを投入しまして本当に急速な進化を遂げてますね。そうですね。今回なんか雨の時には全然ダメだって言ってて、今回ねスリック今朝履いたのが初めてですから、スリックのセッティングが思った以上に良かったんではないかなと思うんですけども、さあこちらはデンソーサードスープラ5番手に上がりました。 FK マッシモセレモスープラが FK マッシモの左側のリアなんか壊れてるかもしれないですね。ちょっと左側を見あるようななんかがね開いてますよね。島田さん、31番のペナルティですけどね、セーフティーカーでの走行中の追い越しらしいですね。やはりそうですか。確かに一気にこのジャンプアップしていたというのがありましたが、さあご覧のようにここの争いも1列4台になりました。 FK マッシモセレモスープラ、レイブリック NSX もなんか壊れてサイドステップが割れちゃってますね。そうですね、剥がれていますね。この4位争いもすごいですね。すごいですね。これどこまで4台ですか。どこまで続くんだろうかっていう感じですね。スープラ3台、スープラレイブリック、NSX、さあレイブリック NSX インをつくエンドレスアドバンスープラの前に出ました。服部直樹一つ順位を上げましたというよりは戻しましたといった表現のがいいでしょうか。7番手です。そうですね。4番手争いの中、服部選手はこの同じ滑りやすい状態、だいぶロックしてますね。滑りやすい状態の車の中ではそのタイヤを持たせるテクニックっていうのはさすがにもうベテランでちょっと抜きん出たものは持ってますね。摩耗が非常にいいですね、このドライバーは。滑ってますね。だいぶ辛いのが見て分かりますね。これは難しいですよね。現在、トップが24周ですから、あと2周ぐらいで最低限の何らかの動きが、見られるかもしれませんね。スターティングドライバー服部直樹、ただね、カウンターを当てている姿が見えます。50周やるのは辛くないですか。どうでしょう。次のミディアムだからって50周っていうのは結構辛いと思うんですけど、だけどアキラだったら僕行っ
ってしまうのかなという面あるんですけども、ちょっとその辺のチームの駆け引きが、そうですね、誰が最初に動くかっていうのは見ものですね。星野さんとそれから脇坂選手は、タイヤが違うんで引っ張るでしょうね、真ん中ぐらいまで引っ張るかもしれないです、やや固め、しかも自分が一番前にいますから、その後ろの6回ともだいぶどうでしょう。そうですね、今スピンターンみたいな回り方、ジムカーナーみたいな回り方してましたね。本当ですね、リアを流しながら。島田さん、一番最初に動きそうなのは FK マッシモじゃないですかね。ぶつかってますよね。すでにメカニックがそのガムテープなどを用意して待ってる状態ですね。さあピットにアビリティマリオ・ポルシェが入りました。予選は3番手からでしたが現在11番手。さあご覧のようにアビリティマリオ・ポルシェが入りましたが、これまだ規定周回数は達していません。そうですね、タイヤでしょうかね。とりあえず給油をしてタイヤ変えるんですが、日野井選手がスターティングドライバーですので、そのまま日野井選手で出ますね。そうですね、エースドライバーですから、これだけ早く交代する。このチームはね2回ピットをやるチームですから、これでタイヤ変えてガソリン入れてまた走ってですね、最後にもう1回変わる可能性はありますね。逆に50周まで行って、ちょうど今25ですよね。その可能性はあるかもしれないです。4輪の交換を行っていますアビリティマリオ・ポルシェ。では GT2 です。島田さん、田方ドーム NSX の金井選手がヘルメットを準備しましたね。そしてカストロルメ NSX もですね、道上選手がそろそろ準備に入ります。まだピット内はアウトらしくないですけども、そろそろ準備が始まるということです。GT のこのレギュレーションとしまして、全周回数の3分の2以上を1人のドライバーが走ってはいけないというのがあります。つまり今回76周ですので、1人最低でも26周、最高でも50周までということで、その最低の26周は現在ラップとして刻まれました。もうあとはどこでピットに入るかは各チームの作戦になります。こちらは GT300 のトップ28番 RT タイサン GP-GT3R、 その後ろにペナルティのマークが出されていましたが、スーパーオートバックスアペックス MRS 新田森夫。これはもう新田君ペナルティエリアさっき入っもう入りましたか。はい、では差がだからちょうど1ラップされたということになるんじゃないですかね。まだ入ってないですよね。まだ入ってないですか。私もですね、こちらから見ててまだ入ってないな。これこんだけ入らないでそれまずいですね。失格にならないんですか。またさらに上のペナルティという形いやそうですよ、失格もいやもうブラック旗無視っていうとこれは重大ですからね。ご覧のように現在トップが28号車の GT3R、 タイサン2代目の GT3R です。島田さん、FK マシンは用意できてるんですが、アビリティマリオが隣のピットなんですよ。今出るの待ってて、ようやくこれ今出ましたんで、この後入ります。アビリティマリオようやくですか。さあ、そしてアビリティマリオはおそらくドライバー交換をしてないというような感じなんですが、なんか漏れてるな。ガソリンですかこれ。漏れてますね。この後ろの黒いラインはオイルですか。オイルです。島田さん、ガソリンです。ガソリンでそうでしょセルモのメカニック総動員でこのガソリンを拭いてますね。アビリティのスタッフとセルモのスタッフ一緒になってガソリン拭いてます。ピットロードずっとガソリンが漏れてましたね。そして今止まったところまで全部ガソリンが漏れてます。これはそうですか。これ危険ですよね。そうですね。ピットといえど、これ中島さん、新田君のこのさっきのブラックフラッグっていうのはこれどういうことだったんですか。僕はちょっと後ろの方にいるんで一郎さんに聞いていただいたんですが、ちょっと状況がこちらからではわからないんですけれども、このスーパーオートバックスアペックス MRS に対してペナルティ31番という
表示がすでに出されていたんですがいましたよね、はい、確かにこれもうドライバーは分かってると思うんですけども、もう無線でやってますから引っ込んじゃってるんですそうなんですよね、引っ込んじゃってるんですよね、そうなんですね、そのあたりはちょっとつかめませんが、暫定であれ現在のところは2番手を走行です、そして虎視眈々9点ウィリングアルバンポルシェが3番手までもう近づいてきてるんですよね。これがいつの間にか3番手まで来て、MRS を捉えようかというところまで来ています。島田さん、ペナルティの方ですけどね、ウェイングエリアなどはですね全て解除されてますので、でもう現状入ってはいません、だけどペナルティ、ウェイングエリアなどは全部解除されてます。どういうことなんですかね。僕もよくわからないですね。こういうケースもあるんですかね。いや僕初めてですよね、こういうケース。放送席から今 FK マッシモセレモスープラが飛び込んだ姿が見えました。入りました FK マッシモセレモスープラ29周目のピットインとなります。さあまず最初に飛び込んだのが FK マッシモセレモスープラ。ここでご覧のように左のリアタイヤの前あたり少し剥がしていますが、竹内から立川へドライバー交換、そして給油タイヤの交換を行います。これは相当やっぱ苦しかったんでしょうね、こんな早く入ったのは。前回ポール・トゥ・ウィンを飾りました FK マッシモセレモスープラ、現在29周でピットイン。そしてトップを行きます高田ドーム NSX はやや硬めのタイヤという直前の脇坂選手のインタビューありましたが、トップ改装中です。FK マッシモですけども、左のサイドステップは完全にないですね、エキゾーストのところがちょっとこうブラブラしている状態を今直しました、これで出られます。島田さん、ニスモ陣営動き出しました。まだピットサインは出ていませんけれども、そろそろだと思います。というそのニスモの1号車ロックタイトゼクセル GTR はもう完全にリアが流れています。島田さん、41秒ぐらいでしたね。41秒、ちょっと時間かかってしまいましたね。そうですね、だいぶ破損箇所がありましたからね、しょうがないでしょうね。やはり浦さん、これソフト履いたチームっていうのは結構苦しいみたいですね。そうですね、ただあれだけ天気が悪かったら、僕もソフト選びましたね。どうですか。そうですね、まさかね、昨日、おとといの天気がここまで回復するとは、そうですね、天気予報も完全に日曜日までちょっと残るようなこと、そういうイメージがありましたんでね。まさかこんなスカッとした秋晴れになるとは思いませんで、各チームそのあたりのタイヤチョイスというのがあったんですが、この前を行く38号車はすでにピットインを済ませている車です。アウトラップですか。そうです、あっと2台がやった。松本清トムスープラ、この間にレイブリックが前に行ったかもしれないですね。デンソーサードスープラ、レイブリックが前に出ました。うまく出た。デンソーサードスープララルフ・ファーマン、これ2台がここですか。また同じような状況ですよね。そうです。後ろをつついてスピン、盛り上げました。うまく、デンソーとしてはサンドトラップ抜けて芝のところまで行けましたからですが、でも4位5位ですからね。これちょっと手負いになってますね、2人とも。もったいないな、せっかくタイヤがいってますね。島田さん、6タイト入ります。6タイトゼクセル GTR ピットインです。さあピットタイムはどれぐらいで上がるでしょうか。定評のあるニュースもですからね、どのぐらいで出れるか。ただちょっとピットミスというのがそうですね、ありましてね、順位を落とすというのがありましたから、その辺も当然ニスモ陣営は練習してきているでしょう。98年のタイトルコンビエリック・コマス影山正美、そしてこのコマスから影山正美に移って、いいですよ、いいですね。島田さん、22秒ぐらいですね。すごいですね。いや手元の時計でですね、30秒全然切ってるんで、あれ押し間違えちゃったからストップウォッチと思ったんですよ。もう本当に燃費がいいですね、スカイラインって。いや本当に速いですね。これは素晴らしいピットインを見せました。見事ですよね。この時点で今回優勝に限りなく近いって言える状況になってますよね。要するにですね、パッシングポイントが少ない、抜かすことが難しい、
そういった中ではピットワークっていうのが一番大きく差をつけるポイントかもしれないですよね。走れなくなっちゃいましたね。あっと松本選手、トム・スープラ結局止めてしまいました。結構ダメージが大きかったんですね。エイリアンリラパネル山地につなぐことなくどうやらもう車を降りてしまいました。前走サードスープラも入ります。はい、無限ドーム陣営はですね、カストロール NSX から入れますね。はい、カストロール無限 NSX はだいぶ順位を落としてしまいました。現在6番手を走行中。田中さん、前走サードは左の後輪はバーストしてるんですかね。完全に傾いた状態でピットに入りましたね。島田さん、それからダイシンとですね、それからボクスターも今ダイシン入りました。ボクスターも入ると思う。そしてカストロール無限 NSX も今入りました。カストロール無限 NSX 入ったという。このタイミングはちょっと混みますね、ピットがね。ピットがどうなるかというところですが、だいたい32周といったあたりでまずはロックタイトゼクセル GTR が飛び込みました。おっとレイブリック NSX スピンしています。せっかく3番手まで上がってたのに、第一ヘアピンですか。やっぱり相当苦しいかな。もうタイヤが、さあカストロール無限 NSX は道上亮へドライバーチェンジ。三つ皿とは F3 時代のチームメイトです。さあ道上が飛び出していきます。結構速かったんじゃないですか。そうですね、なかなかいいタイムで、出ていってるようですが、手元タイム22秒ぐらい出てますね。これも素晴らしいタイムです。これレイブリックを完全にスローダウンし、おかしいですね。なんかスローパンチャーしてませんか。後ろのね足回りがねいってる。これねやっぱりさっき打った時に、こっち側ですからね。もうトーアウトですね。これはスピンじゃなくてこれやっぱりガードレールですよ。ぶつかった時にダメージあったんですね。これはリタイヤですね。残念だけど。トーアウトいわゆるタイヤがもう足のトーロッド前が開いてしまっている状態ですからね。これは全然もうリタイヤですね。今コバルトブルーのこのボディがピットへ入っていきました。右側をねあれだけ強くガードレールにヒットしてて、大丈夫なわけがないんでかなりだからもうちぎれる寸前のところで走ってたんですね。そうですね。というところですね。でも逆にこれがねストレートエンドとかなんか危ないところで折れなくてよかったですよね。あの程度のスローコーナーのスピンで済んでよかったですよね。今飯田選手が心配そうに覗き込んでるんですけどね、今車ちょうど止まりました。レイブリック NSX 服部直樹から、まだメカニックは気がついてる。分かってないでしょ。いや多分メカニックはダメだって言うでしょう。タイヤ交換するときにね分かる、現在ジャッキアップしている状況ではありますけども、やはりその右のリアのところを、やはりタイヤがですねファブリックに接触してるんですかね。かなり臭いですね。ケミカルのなんか匂いがしますね。レイブリック NSX ダメだって今言ってますね、メカニックが。戦列を離れてしまうのか。飯田選手は一応ですねコックピットに入ってベルトを締めたんですけど、出ます。4番グリッドから、そして次はハンデがつかないというポジションを獲得しました高橋邦光監督も、いけそうではなく行かなきゃというコメントを残してくれてたんですけどもね。また1台、この戦列は離れてしまいました。エンドレスアドバンスープラは大健闘じゃないですか。大健闘です。この3位に走ったのっていうのは初めてじゃないですかね。島田さん、レイブリックですけどね、A アーム、アッパーの A アームのですね、アップライト側が完全に折れてます。いわゆるサスペンションを支えるアームの上側のアームなんですが、そこが折れてしまっている。これではさすがにもう走りようがありません。それだけアームをやっているとなると、その支える部分もある程度、いやこれだけ走れたことが逆にですよね。いや先ほど由良さんがおっしゃった高速コーナーね、1コーナーとかそういうところで折れなくてよかったなっていう、逆にアーム自体じゃなくてですね、ノットエンドのところが完全にかけちゃってるんですね。なるほど。
現在 GT500 はトップは35周をラップしたところですが、トップが高田ドーム NSX、 そしてカルソニックスカイライン、エンドレスアラバンスープラが3番手で、4番手にカストロールトムススープラの37号車99年型が4番手ということになりました。ベニシア・ザナビースカイラインが現在5番手、さらにエッソウルトロンタイガースープラと上がっています。いやこれカルソニックもずいぶん引っ張りますね。すごいですね。ケイジさん、はい、そろそろですね、今タイヤが出されました。はい。ただちょっと見てるとカルソニックスカイラインも挙動がねこう滑り出しているかなというのは、ただタイム的にもうトップと全く一緒ですからね、先ほどと。ケイジさん、300の方なんですが、先ほど大臣が青木選手に代わって32秒ぐらいで出ました。でボクスターの方は最初に西田選手が乗ったんでちょっと遅れたんだと思います。アプチェラに変わったんですが、ちょっと1分ぐらいかかってしまってますね。まあでもアプチェラのちょっと追い上げを見てみたいですね。そうですね。さあこちらはカルソニックスカイライン、星野和義。高田ドームとの差は少し開いてしまいました。高田ドームはですね P サイン出ました。次の週ですね、入ってきます。現在36周をラップしました。37周目に入っています高田ドーム NSX。 多分ここで和義さんとこも入るんじゃないですかね。そうですね、この週にやっぱり用意ができてましたからね。となるとピット勝負がもしかしたらそうです、あとは本山君と金石君の勝負で任そうっていう、これまたこういう状況での本山というのも楽しみですね。本山も用意してますね。カルソニックスカイラインチームインパル、どうやらここで高田ドームと同じこの周回で入るようです。タイヤも用意されています。さあ今ここ試験に向かいます。カルソニックスカイライン、このブルーのボディ、島田さん、ストールトロンタイガー入りました。入りました。それからカルソックの方あと4周というサインだったようですね。あと4周まだ出せますか。今岡監督、それから金子ゼネラルマネージャー、そして本山が加わってちょっと実出してましたから、ちょっとこう悩みながらというところかもしれないですね。さあ高田ドーム NSX が入りました。一体どれぐらいのタイムで出てくるか。ドーム無限プロジェクト16号車は22秒手元の計測で送り出しました。さあ脇坂11、36周37周を終えて戻ってきました。あとは金石に託します。さあピットの方は何秒ぐらいで上がるか。今前輪をロックさせながら止まりました。ジャッキアップ、まずは前輪の交換。ピット作業に携われるのは5人まで、少ない人数で最大限のスピードを競います。さあどうでしょうか。ドアが閉められました。手が上がりました。さあ手元の時計でほとんど、無限 NSX と変わりません。22秒3秒。みんな慣れましたね。みんな手際がいいや、すごく。いやこの22秒。おっと後ろにもゼクセル来てますよ。ロックタイトゼクセル GTR、そうですね。現在暫定で5番手、ここはもう今ゼクセルの方がタイヤ温まってますからね、ここは有利ですよね。さあこのアウトラップでどのぐらい頑張れるかですね。さあこちらは GT300 ですが、依然として解散2代目の GT3R28 号車、そしてカルソニックスカイライン入りましたね。入りましたね。カルソニックスカイライン、ここでさあどれぐらいのタイム。さすがに22秒いくというのは難しいですけど、今走りましたね。すごいや。アグレッシブ星野和義。さあピットストップ。今ジャッキ上がった。さあトップを行く高田ドームは手元で22秒で出ました。星野和義から本山聡へ、 GT の初代王者カルソニックスカイライン。いや早いな、これも早いですよ。20秒台ですね。柴田さん、手元計測では21秒5ぐらいですね。井田さん、今さすがに22秒切るのは無理でしょうねって私言ってしまったんですが
ティームインパルの皆様に謝らなければいけないですね。さあどうだ。いやまたこれ3台の争いになりますね。高田ドームわずかに前ですが差は縮まりました。6対と真後ろにつけています。あれ本山君は頑張ってますね。はい。もう完全に抑えてますからね。もう正美を抑えてますから。もう正美と滑るから大変だ。おっと。正美としてみれば何すんだって感じですよね。でもここ一時間勝負ですよ。はい。あ、いった。どうか。締めてる。いやもうぶつけてますよね。今ぶつかりましたね。いやもうこれは本山選手は前じゃなくて後ろ見て走ってますね。今回は注目ドライバーとして影山選手を取り上げさせていただきます。ここはね、正美としたら本山タイヤ温まってないの分かってますから、これやられちゃうと高田に逃げられるの分かりますから。ロックタイトゼクセル GTR は一足早くタイヤ交換しています。もうこの分だけ開いてしまいましたから。そうですね。いやこれはでも本山選手はうまいね。前回も前々回もこのアウトラップこそ命だった感じですよ。後ろでブロックされた選手が本当にプロのブロックを見たと。あの時は松田次夫選手でしたね。いやでも考えようによったらこれやっちゃうと高田逃がしちゃうことになりますから。いや確かにウェッジスポーツセリカ今当たりましたね。ポルシェちょっと当たったか。サンドトラップの外まで行ってガードレール軽く右のサイドを当ててしまいました。9点ですね。島田さん、サイドバイサイド、はい、これウェッジのですねセリカがアウトラップなんですよ。はい、アウトラップの週ですからね、ちょっとなんかナーバスだったんじゃないですか。はい。島田さん、はい、林さんの26号車もピットアウトしました。35秒ぐらいですね。はい。おっと、これもちょっとね。いってますね。タイヤバーストしてますね。これお互いに何の得もないってやつですね。何の得もないことでまたや。9点ウェリンガーロバンポルシェ。これもう今度タイさんが足回りいってますね。折れてますね。こっちもアッパーのが折れちゃいますね。そうですね。なんでレースやってるんだろう。もったいないですね。特にこの9点ポルシェにしたらまずはポイントを確実に積み重ねることが必要でした。これでもう本当に26号車タイさん有利になってしまいました。完全に有利になりました。圧倒的有利になりましたね。いやポイント争いがですね、どんな風になってどんなバトルでいくのかと思ったら、坂東君のとこはちょっと今年おかしいですよね。ぶつかり接触が多すぎますよね。常にせっかくポイント持ってるのにドライバーが何を焦ってるのか。いやもうこれ監督も頭痛いんじゃないですか。9点ウェリンガードバンポルシェとこの19番ウェッジスポーツセリカともにポイント争い、ポイント争う上で重要なレースだったことは間違いはないんですが、両者の接触ででもすごい重要だったからこそ譲れなかったっていうのもあるのかもしれないけど、でも結果としては残念ですね。これでシェルタイサンアドバン GT3R 断然有利になったことは間違いありません。2台一緒に入ったんですが、9点の方はちょっとですね今、破損した部分にガムテープを貼っててまだ出られないんですよ。先に多分ウェッジの方が出てると思うんです。出られないですかね。今出ました。9点57秒ぐらいかかってますね。9点ポルシェ出ましたか。9点はバーストしただけですから、あとフェンダー系統がちょっと、おっとノマドディアブロ GT はカウンタックらしい姿ではあるんですけども、ちょっと走行中に開いてしまいました。いや開いたというよりディアブロです。これは、いや開いてしまったんですね。助手席側ですからね。手で押さえてますね。戻らないんです。いや届かないんですよ。反対側なんで。ノマドディアブロ GT は日本の GT レースのために作られたこの GT1 です。独特の高音。この25番トップですよ。暫定トップを走ってます。エンドレスアドバンスープラが現在暫定トップ。そうですよね。この前のコンのマシンです。
そしてこの88番はノマド DWGT は鈴鹿1000キロでは和田久志を加えまして3位に入っていますが、この GT 選手権の方ではかなり辛い戦いを強いられています。こちら25番は暫定トップのそうですね、エンドレスアドバンスープラ。すいません、暫定じゃなくて今の現在のトップですね。エンドレスはもう入っています。いや、ですから現在のトップ、現在のトップで入った車がっていうのかな。はい、エンドレスアドバンスープラまだ引っ張りますね。40周以上。そうなんですよね。開幕戦が13位、そして10位、14位、ここ2戦が連続8位でした。さあ、これノマドディアブル GT1 は、当然でしょうがピットに向かいます。トアが跳ね上がったまま戻りません。今回はクラス20番手からのスタートだったんですが、全体のタイムを見ますと28番手ということで GT300 より遅いタイムでこの予選を終えることになりましたノマドディアブル GT1。 さあ、こちら現在トップのエンドレスアドバンスープラ。カルソニックがなんか勝ちそうな感じしてきましたね。何かこういい位置にいる。いや、タイム的にも速いんですよね。すごく追いついてるんですよ。そして6体とスカイラインは離してますから、はい、完全に1台だけが今27秒台で走ってるんですよね。カルソニックスカイライン本山聡、その後ろには37号車のカストロールとスープラが迫っています。現在、この後ろのスカイライン見てください。こんなに離しちゃう。離れましたね、で追いついてるんですよ、どんどん今 NSX、そうですね、カルソニックが出た後にお尻をつかれるようなぐらいの接近でしたからね、そうですね、離されました。これはちょっとすごいことになってきました。メインストレートに戻ってきました。こちらはちょっと辛いですね、ペースが上がらない。注目ドライバー影山雅美。現在3番手を走行中です。これでも、無限ドームの、無限 NSX よりはもう上位にいるわけですから、チャンピオンの行方という点では随分、今何番手ですか、カストローレ NSX は。がですね、今手元で6番手まで集計した限りでは出てきてないんですね。8番手ですね。そうですか、これはちょっとチャンピオンの行方が、7番手に来ましたね。7番手、このままだとでも結構ちょっと辛くなりますね。7番手だと4ポイントしか加算できないですからね。現在ピットではユニシア・ザナビースカイラインがピットインしまして、田中哲也から長谷見正弘へ。長谷見選手は今シーズンで GT を引退するということを、シーズン中に発表されましたが、この皆さん、ユニシア・ザナビースカイラインも99年型で本当に苦しい戦いなんですよね。そうですね、その中で長谷見さんもおっしゃってたんですけども、やはり新しい車がもう手に入れられないとモチベーションが上がらない部分も正直あると。今回は、成績が振るいませんでしたので救済措置という措置を受けまして多少性能を引き上げてもらってのこのレースになっていますが、ステアリングは長谷見正弘選手に変わりました。いやー、エンドレスは引っ張りますね。44周までいってますね。これどんなタイヤなんでしょうかね。確かにタイムがそんな速いっていうわけじゃないですけど、すごい持たせてますね。そうですね。さあ、こちら GT300 ですが、現在の状況では、タイヤ交換、ピットワークを済ませたチーム、済ませていないチームというのがありますので、見た目の順位がそのまま順位というわけではありませんが、見た目の順位で言いますと現在エンドレスアドバンスプラが先頭に行きまして、高田ドームと、そして GT300 ではクスコスバルインプレッサが入りました。今回は予選かなり苦しみました。クスコスバルインプレッサ
予選クラス15番手からのスタそうなートでしたんですね。1回目の予選走行できなくて2回目の予選だけでやりましたから、ただ第2戦からこのニューマシンで、出てきてますけども、このフロントのボンネットの低さがよくわかりますね。さすが水平対向のエンジンだけあってこう低くできるんだなという。こちらは現在トップのイクリプス RD タイサン GT3R と出ていますが、今日の登録では、RD タイサン BP GT3R という名前で登録になっています。島田さん、スーパーオートバックスの MRS 入りましたよ。入りました。一時はペナルティーのマークが出たんですが、あれはどうなったんですかね。結局なかったことになっているような雰囲気ですけどね。不思議ですよね。ちょっとわからないんですけど、あれってでももしピット入っちゃってたらどうなるんですか。どうなるんですかね、ピット入ってたら。そうですよね。速やかに入っていたら、もしオフィシャルのオフィシャルというより競技長の判断のミスとしたら大変なことですよね。そうですね。まあどういう形であったりあれ、現在2番手。どういう裁定といいますか判断が来たかわからないですけど、事実関係だけ言いますとね、ペナルティーの指示が出たときに、チームとしてすぐに抗議の方に行きました、それがどういう判断されたのか知りませんけど、そのペナルティーは解除されました。解除されたということで、いや高橋さんね、それじゃあもし入ってたらどうなるんですか。その辺がですね、チームもですねどうなってんだかよくわからない状態ではありますね。でもチームの判断としては素晴らしかったですね。さあ来たエンドレスアドバンスープラが入って、おっと高田ドーム NSX に迫っています。カルソニックスカイライン。さあこのストレートエンドレス、ストレートあります。アウトから行きました。アウトから行きました。だいぶギアが、そしていやこれはもう時間の問題で捕まっちゃいそうですね。そうですね。そして現在ピットにはエンドレスアドバンススープラも入っています。そしてその前にカストロールトムススープラも入っています。ということで、現在上位に表示されています車は、6番手まで全部ピットインということになりました。しかしこのトップが詰まってきました。いやこの争いちょっと見ものですよ。いや今度のストレートあたりも危ないんじゃないですか。高田ドームはハンデ60キロを背負っています。カルソニックスカイラインはハンデなし。やはりトップスピードはカルソニックスカイラインの方が。そうですね、これで本山選手が最終コーナーうまくスピード乗せて回れれば、1コーナーでさせますよね。そこのリズムをうまいこといきたいところですが、さあここからですよね、勝負ね。さあメインストレートへ戻っていきます。高田ドーム NSX、 そしてカルソニックスカイライン。捕まりそうだな。これはスリップに入ったかと思いますよね。アウトに振ったカルソニックスカイライン、接触するか、危ないところ。高田ドームまだ前を守っている。いやこれ金石もイン完全に抑えてますから、これイン渡したら終わりですよね。もう終わりです、完全に終わりです。ここは厳しい。第2コーナー続いて3コーナーへ。いや今だいぶ NSX タイヤもロックさせてたし、もう相当苦しいですねこれは。第1ヘアピン、ヘアピンで突っ込んだサイドバイサイド。ちょっとぶつかりましたね。立ち上がりは GTR、 さあ入れ替わりました。 GTR 前に出ました。ヘアピンでいきました。いやもう富山、あそこはまあ自分でも当たるの分かって多分言ってると思うんですけども、あそこで普通行けるとこじゃないですからね、行ったら当たりますから。いやちょっとそれで差を開いていきました。いやちょっと強引だってねこれは。もうロックしてますよ。そうです。だからもうロックしてそのまま当たっちゃうしかない入り方ですから、確かに厳しいには厳しいですね。完全にもうロックしているのが見えましたね。本当にあれでねタイヤでもバースしたら本当アウトですから、次の週の1コーナーで僕楽にいけると思うんで、あそこまでリスコってあそこで抜く必要があったのかなという、まあ今現状に何でもなかったからいいんですけどね。ただあれだけロックさせてしまいますとやはり今後タイヤに振動出てきますよね。まあ多分あのくらいだとフラットスポットできてないと思うんですけども、
さあ GT300 の方ですがトップを行きます RD 対3 GT3R。 まだ勝負するのにもね、はい、今仮に何ともなかったから良かったんですけども、はい、まだまだ周回数あるからもう少し安全なところで、アグレッシブですね。圧倒的にタイム的にはもう本山君の方が速かったですから、はい、いつでももう抜けるチャンスある走り方してましたからね。はい、イクリプス RD 対3 GT3R として、この車は第3戦からこの GT300 に登場してきましたが、今回からは RD 対3 GT3R という名前で、登録されています。2戦前の富士で優勝を飾っています。対3の2代目の GT3R。 あ、ちょっと遅い。あ、そんなことないか。やっぱ遅いですね。ちょっとおかしいですよ、これ。遅いですね。MRS が確かにちょっとスローダウンしてますね。ちょっとおかしい。スローダウンというほどではないですか。いやいや遅いですね。おかしいですね。違いますね。前の GT3R あっという間にピット入りましたね。これなんかトラブル、これは何があったでしょうか。トラブルかかり上位を行きます。この頃時々ミッション行くんですよ。この間のテストでもミッションが行ってしまって、その辺に駆動系に問題があるのか、外見から見ても何でもないですからね。多分駆動系か。いや本当に急激な進化を遂げまして上位を脅かす存在になったこの MRS ですが、ただ乗ってる本人のお話ですとそれでもまだバランスが悪いと言ってますよね。さあピットです。すでにピットワークは終えていますのでタイヤを交換してますね。フロントを交換します。タイヤに何かがあったんですかね。そうでしょうか。今 GT300 クラスのスーパーオートバックスアペックス MRS がピットイン。予選は5番手から、前回も予選2位だったんですけども駆動系のトラブルで、レースをドライバーはですね、後ろの足がダメです。ガタガタになってます。走行中にですねこの暴れるような症状が出たっていうのを手でですね説明してますね。今左の後輪がですね、メカニックがこう揺さぶったらガタガタっとなったんで、ハブかなんか、どっか行っちゃってます。ホイールハブ。さあこれはもう上位争いからは置いてかれてしまう大きなトラブルとなってしまいました。さあこちらは26号車セルタイサンアドバン GT3R。 開幕から2戦連続ポールポジションを決め、ポールトゥーウィンを決めているこの車ですが、これ実質的には今300の方は28号車トップ来てるんですけども、ただその後ろの後ろにもう26号車来てますから、もう少しすると順位の方もはっきりと出てくると思うんですが、ナインティアドバンポルシェは現在4番手、4号から和田に変わっています。まだ今28号車と20号車のトムス MR2 ですか、それがまだピットに入ってないですから、スーパーオートバックスアペックス MRS は結局長時間にわたるピット作業を余儀なくされています。ちょっとなんか本山選手の漏れてませんでしたか。煙が出てたのは気のせいかな。逃げられてないですよね、全然。カルソニックスカイライン、本山聡、確かに距離が縮まっているんですよね。全然逃げてる感じじゃないですね。いやスカイラインとしてはなんとかトラブルだけは避けたい。ちょっと煙が出てるような気がする。うっすらと見えます。確かに高田ドーム NSX が距離が縮まってきています。これは裏のストレートバックストレートになります。なんかちょっと出てますね。皆さん何が考えられますか。いやまだちょっとわからないですね。最終コーナーちょっともう一回見てみたいですね。ご覧のようなラップ自体は変化はありません。いや逆に縮まってるぐらいなんですね。そうですね。ここ5周のラップです。しかし逆に言うと高田ドームが
ラップを縮めてきているか。そうでもないですね。そうでもないですね。今手元にありますが、に引っかかったのかな。何かあったでしょうか。はい。一度高田ドームは27秒台に入れてきています。現在 GT300 はこのカルソニックスカイラインがトップで、2番手18番高田ドーム NSX、 その後アイラー来ましたが1番ロックタイトゼクセル GTR、 あとは38番の FK マッシュもセルモスープラと続いています。タイヤですね。タイヤですね。かなりホイールスピンしてんじゃないですかね。だいぶ滑ってますから、まだまだこれちょっと、あとトップ争いは25周ありますからね。何が起こるかわからないですね。はい、脇坂選手です。はい、1周目のちょっと接触の辺、ちょっと状況を説明してください。1コーナーちょっと強引に入ってきたんですよ。で譲ってでクロスかけてイン側に入ってたんですけど、そこでちょっと64番が寄ってきて、僕のフロントのタイヤの辺と彼のリアタイヤの辺が接触してでスピン。そのダメージっていうのはマシンにはなかったですか？僕のはなかったです。今なんかかなり、スカイラインの方が追ってきてますけどね。いやもう入れ替わって入れ替わって、でもね、後ろから追うのは面白いと思う。結構今までと違う展開なんでね、ちょっと金井さん頑張ってくれると思うんで、まだ大丈夫です。まあというインタビューをお聞きしましたが、11らしくなかったように、やはり、ぶつかってしまったということを、そうですね、責任感じてるのかなっていう。まあ本人もあそこで前に行かせたくない、もう一度差を詰めて早いうちにという気持ちはあった中でのこの1コーナーでの接触だったんでしょうが、でその最後にちょこっと言ってたんですけども、いつもとは違う展開、確かに高田ドーム NSX が追う立場になってます。いつもですと逃げるんですけどもね、ちょっとまた差が開いてきましたね。開いてきましたね。はい。そしてウェッツスポーツセリカがコースに復帰しています。そうですね、足回り直したんですね。はい、いや、そうですね。直しましたね。はい。ですね、ショックのトップですね、トップのマウントが折れたんですね。ですからそれを全部交換しました。右のリアでもすごくキャンバーがついて、いや、そんなないですね。はい。もう多分正常に戻ってると思います。それでアペックスの MRS の方も今サスペンションのですね、やはり同じようなところですね、ショック関係のところ、ガタン来てるところを締めて、それで出てきました。はい。現在 GT300 クラスは RD 対3 BP GT3R がトップを行きまして、そして、26号車のシェリ対3アドバン GT3R、 それから、ナインテウィリングアドバンポルシェもここに続いています。これも治ったようですね。結局 MRS もそうですね、あそこで接触した交換で済んでますね。車みんな戻りましたね。ナインテンポルシェも結局大丈夫でしたからね、セリカとぶつかりましたけども、ただ順位を下げたっていうことでね、島田さん、はい、星野選手に来ていただきました。はい、素晴らしい走りです。そうお互いに本山も僕もね、こう来る前からね、今回気合が入ってて、いろんなその順位で有料ハンデとかいろんな条件がある中でサイクル的にここを狙ってたんですけどね、まあそれが用意どんどん1コーナーのねあれに絡まなくてね、うまくアウトのダートへ飛び出たんですけど、本当にあれはラッキーだった。車も全く問題なく、アンダーカールで足回りのあたりがガターンって縁石で当たったからね、ベースカーが入った時にアンダーカーのサイドのスカートとか辺のあれをちょっと見てと言ったら何にもないという、フィーリングでは異常ないからスローで走ってんだけど大丈夫だろうっていう、不安心配はしてたの。本山選手素晴らしい抜き方でトップに立ってくれましたね。もうあいつについてはドライビングについては何の心配もしてないし、あいつが勝てるときは車がまともで、腕についてはもう何も言うことないですよね。久々の一番高いところでお待ちしてますんで。
そうだね、でもレースっていうのはあんまり最後の最後までわからないからね、まあ早くレースが終わってほしいって気持ちはあるけど、気合が入ってるよね。今日はご機嫌いいんですよ。ご機嫌がいいね。なんとかね。ありがとうございます。杉さん、今の最後の言葉に、ちょっとそうですね。おっと28号車が今スピンしていました。いやちょっと縁石を落ちただけですよね。入られたんです。まあ今の星野さんのお話だったんですいやもう車調子悪いと本当に機嫌悪くてメカニック怯えてますよねいつも。今日はメカニックもすごいいいんじゃないですか。大ベテラン星野和義さんのご機嫌次第で、まだまだ和義さん健在ですよね。ただ杉さんちょっとご覧になってて、このカラソニックスカイラインの挙動はどうご覧になってますか。ちょっとリアのタイヤが、特に最終コーナーあたりでオーバーステアが来てるのかなという。でもまあ問題じゃないんじゃないですかね。大丈夫ですか。いやすごい見事なドリフトをコントロールしてますね、本山選手。ここからスーッとお尻ほら出て、本当ですね。ジムカーナみたいですね。全く無駄がないカウンターが当たって、まあこれでただタイヤのねライフがどこまでね落ちていかなければいいですけど。そうですね。現在トップカラソニックスカイライン76周のうち57周目に入っています。これはトップ300の今トップ争いですよね。第3の2台ですね。当然無理はしないでしょうが26が前に行くと思うんですけど、おっと行きました。そうですね、ここで前にというよりも菅君が福山君を生かしたような今走り方しましたね。もしこれで26号車がトップでゴールしますと70ポイントになります。910アラバンポルシェが現在3番手でゴールすると67ポイント、それでも3ポイント差で最終戦に行きますよ。まだまだ鈴鹿まで結局は持ち越されるのかなという、こんなに混迷極める GT 選手権シリーズに至るとは誰が予想したでしょうか。この残り2戦でのチャンピオン争いに王手をかけるのは一体誰かという争いがされています。オートバックスカップ全日本 GT 選手権シリーズ第6戦 CP ミネ GT レース、トップは56勝を得ています。こちらは GT303 位の910ウェディングアドバンポルシェ。前回は予選3位から96年以来の優勝を果たしました。 GT3R 投入で開幕から優勝争い、ドライバーズタイトル争いも現在トップに立っています。こちらはエンドレスアドバンスープラです。いやトップ2台は同じようなタイムで走ってますからね。そうですね。シェルタイサンアルバン GT3R、 いや本当に星野さんが言うようにレースって僕も長くやってたんですけど、本当にチェッカー受けるまで勝ったっていう気持ちにはならないんですよね。いや本当に最後の最後何があるか分かんないですからね。だからもう本当に先ほど和義さんの気持ちあれすると早く終わってくれ、もうその気持ちだけですよね。振り返ってみればずいぶん前になりますけども、開幕戦の茂木で、ロックタイとゼックスで GTR がトップで、もう最後ゴールかと思ったら最終コーナーで目前で300の車がスピンして、あわや衝突というそんなこともありました。いやもう本当レースですから何があるかわからない、本当にチェッカーを受けてみて、初めてわかることですから。島田さん、松田秀選手、トップに来ました。よかった予定通りなんですかこれ。いやーもうね、今週入ってからちょっと調子悪くて、車もいろんな部分でとっても悩んでいて、今メカニックもみんな僕らもで、まあ表彰台に乗れればいいねぐらいに思ってて、で今日も実際僕スタートして
なかなか抜けないしね、で9点にもかわされて、それでちょっともう今日は守りのレースだなと思う、どうやってもスピードにはついていけなかったんでね、だから守りのレースだな、あとはもう本当にチームどの作戦で、うちはピットすごく速いし、だからそういうので前に出て、福山君がきちんと、彼のは全然心配しないんですけど、ちゃんと走ってくれるんで、と思ってたんですよ。そういう展開になってきたんでね、うちに解散らしい展開になってきて、今嬉しいです、ちょっとほっとしてる。ドライバーとか車がダメな時はチームプレーで助けて前へ出るっていうね、そういう作戦ができてとても嬉しいです。このままワンツーでいけばドライバーズもチームの方も最終戦でかなり有利になりますよね。もう通過が勝負になるってことは最初から分かってたんでね、だからどうしてもこのレースだけは落としたくなかったんで、まだ終わってないんでね、何とも言えないんですけど、なんとか取りたかったです。そういう意味で前でとっても嬉しいです。お疲れ様でした。表彰台のところでお待ちしてました。ありがとうございます。関さん、今このシェルタイサールバン GT3R がずっとアップになった時に、そういえば80キロ積んで走ってるんですよね、これは。9点もそうなんですよね、同じ重量なんですけども、ただ今回練習から見てて同じ重量で走った場合、9点の方がずっと速かったですから、その辺ちょっと心配してたんですけどね。ただ僕なるべくこの26号車に行ってもらいたいんですけど、なぜかというと予想してますから。そうですね。あ、そうだ。今度こそ予想が当たるかという。もちろんこちらのタイトル争い、優勝争いもありますけども、別の部分でもですね。なんかずいぶんニコニコしてますね。僕は今回絶対俺の予想は来ないとかって言ってすごい暗かったんですよ、スタートの前まで。で僕はね結構今回は当たるかなと思ってたので、全く逆転しちゃったまずいな。先ほどファンの方にも、鈴木さんの予報は全然当たらないからってちょっと言われたもんでそうですか。今回は当たってほしいなという面が。まあまぐれですけどね。いやいや。さて画面の方は GT500 の4番手争いなんですけども、4位争いですけどすごい道上が追い上げてますね。道上亮がその前を行く FK マッシュのセリモンスープラの、セカンドの、これ2番手ですから立川ですね。道上君としたらこれ絶対抜いておかなきゃだめですよね。ただねストレートのスピード差があるので、最終コーナー出たところでバイパーですね。3コーナーですか。大きなこのボディがコースの逆を向いてしまっています。2コーナーですね。さあ FK マッシュもセレモンスープラの背後に迫っているカストロール無限 NSX。 ストレートに出てくるとこうバーッと開いちゃうんですね。そうですね、その差が出てしまいますが、これゼクセルがこのスープラの前にいますから、ここはもうチャンピオン争いするためには絶対に抜いておくべきですよね。同じ右コーナーの3コーナーへ。FK マッシュもセレモンスープラ、前回念願の優勝を果たしました。96年以来の優勝でした。チームセレモのエースマシン苦しんできました。そしてその後ろから現在ランキングトップのカストロール NSX 道上亮。追い上げる道上。なかなかこう決め手がなくて辛いですね。ここまで追いついてもここから離れてしまうという、抜きどころとしては1コーナーの進入っていうのはあるんですけども、ただ直線の差がありますからね。ただ今これ結構ついてますから、ここでいけるか。ただスリップには遠いですね。難しいですね。島田さん、三田選手です。序盤アクシデントがあって
その辺のすり抜けとか。アクシデント自体はね、ギリギリなんとか抜けて、それは特にダメージは僕はなかったですね。ただちょっと序盤戦苦しそうでしたね、走行が。そうですね、ちょっとね、ストレートでね、うまくこらえれなくて、何台か抜かれて、なんとかこらえると頑張ったんですけどね。その辺、今、道上選手がかなりね、頑張って順位を上げようとしてますけど。そうですね、僕だから1回、ちょっと周回遅れ挟んで、その前にちょっと接触も抜かれた時に接触もあったんで、車のバランスちょっとおかしくて、で、スピンして、それからペース自体はそれから悪くなかったんですけどね。道上が今追い上げてくれてるんでね、どこまでいけるかなと。チャンスに向けてね、このチームはもう最終戦に向けて大事なポイントですよね。1点でも。さあこの週に行けるか。ということで今インタビューをしてるんですが、だいぶ鈴木さん来ましたねこれ。でもスリップついていくのが精一杯ですね。抜いてしまえばもう。コーナー道上君の方が早いですから、抜いてしまえば離せるんですけども、この辺りがバックストレートになります。その差は 0.2、0.3秒。ちょっと当分何周か前をプッシュする形で、そうすれば多分どこかでチャンス出てくると思いますから。もう諦めちゃだめですよね。絶対にもうここはスリップに入ってあとは引き寄せてもらえる、そこまでのあとほんの少しが、やはりこのもう立川君も追われてるの分かってますから、ちょっとしたミスする時ありますから、もうそこはもう絶対に逃さずに行くべきですよね。ドライバー道上亮、前を行くのは立川雄二。縮まっているんですが、ここで横まで出るんですけどね。さあ、やはり直線が遅いっていうのは苦しいですよね。今コントロールタワーを通過しました。これが63周目。これはもうワンチャンスどっかでそこしかないでしょうね。立川君もうまいですね。そうですね。落ち着いて走ってますよね。すごい。もうこうなったらもう立川君のワンミス狙うしかないですよね。ただなかなかミスがねどこで来るか。現在トップが12番のカルソニックスカイライン。このままのポイントでいくと54ポイント。2番手18番。島田さん、エリック・コマス選手。This time the beautiful pit stop. Sorry, can This time the beautiful pit stop. Yeah, well, I mean the race was looking good, but after the safety car, I really pushed hard to try to pass Oshino at the beginning, but because he's running a Nissan, so I was not taking as many risks as when passing the Honda. And then because of the 40 kilo, I guess, of the weight handicap, a little lost ground on him. So we did a pit stop very early. And that was not the quickest we did, but still the team made a good job, and we joined the track on the third position. And I think, well, if it stays like this, we take the lead at the championship, which is good. Yes, now that you're in front of the Massimo and Michigami. Yeah. I have the car, the Surumo car is staying in front of the Michigami, so I have more advantage. But yeah, it's going to be very close, and Suzuka is promising. Yes, everybody, your fans are crossing your fingers.
Yeah, thank you. But I said we would take the lead of the championship today. 今コース上では道上が前に出ました。Yeah, the Michigami in front of the Massimo right now. Okay. Well, it was really pushing hard and quicker. さあ今コース上では910ポルシェとそれから RD タイ3の28号車の接触がありました。さらには FK マッシモの前に道上亮が出ました。プッシュしてから前に出ましたね。ドンってやりましたからね。さあ今インタビューいただいているんですが、高橋さん。はい。はい。まあですね、やはり序盤ああいうクラッシュあったんですけど、それにすり抜けられて、でそれで序盤はその彼と星野さんとのバトルがあったし、ちょっと40キロっていうのは結構自分のダメージ、タイヤなんかあまりかなりきつかったんで早めにピットして、まあ今回はピットのですね作業がすごく素晴らしかったというところで。できればですね、そのセルムかスープラですね、前に道上選手の前に行ってくれたら終盤戦で有利となったんですけど、その行ってる時に抜いたんですけどね。まあでも正美がですね頑張ってくれるから大丈夫さっていうふうに言ってました。はい。さあ4番手5番手入れ替わりました。道上亮4番手に上がりました。カストロール無限 NSX です。まあでもこれから今度前までは30秒近くある。そうなんですね、これを追いかけるっていうのはちょっとあと10周11周ですか。はい。おっと28号車、ちょっとマシンコントロールを失っていますが、もっと落ち着いて走ればいいのに。現在ドライビング今日はそうですね、タイヤが厳しいから難しいんでしょうね。菅弘明です。第4戦ノーハンデの上に救済をもらってきっちり優勝を果たしたタイ3 2代目の GT3R。 ただ上位を行く910ウェディングアドバンポルシェとの接触がありました。そこにスーパーオートバックスアペックス MRS も加わっていたんですが、これで MRS と910とぶつかってその後からですかね、ちょっと巻き込まれちゃったっていう、島田さん、はい、竹内選手です。はい。ちょっと最後今抜かれちゃいましたけども、確か選手結構粘ってましたよね。頑張ってたんだけど、やっぱちょっとねずっと雨だったもんでね、まあドライセッティング前回テストの状態では行ってるんですけど、思いのほかちょっとウエイトは効いてるかなと思います。序盤ちょっと接触がありましたけれども、あれは何だったんですか？あれは、まあ、僕10番でスタートして1コーナー回ったところで外側が全部で、ここってやっぱスタートすると外側はね結構いろんなことがあるんでね、最初内で我慢しようと思ってすぐ内入ったんですよ。だからまあ走れてますけど、外側に行った連中はみんな巻き添え食っちゃったみたいで、6番とちょっとねぶつかっちゃって左側が結構ダメージを受けたんで、それでピットロス15秒ぐらいロスしちゃって、それでちょっと置いてかれてます。その車に影響があるんですか？ちょっとダメージがあるんですか？いや、走行にはそんなに影響ないと思います。ちょっと残念ですけど、もう一遍抜き返してほしいですね。そうですね。まあ仕方ない、ちょっとはい。さあ FK マッシュのセルモスープラ、現在道上にカストロールの NSX にかわされて5番手に下がりました。立川裕二です。先ほどからちょっと見てるとトップと2位の差が4秒ぐらいあったんですけど、今2秒台に詰まってるんですよね。エンドレスアドバンススープラ、左のフロントバーストしてます。そして何か接触があったでしょうか。フェンダーのあたりを自分のタイヤで壊しちゃったんですね。これタイヤね、バーストっていうかトレッド剥離ですね。空気は抜けてないんですけど、表面がこれはまずいですね。後ろも急ぎたいけど、抜くわけにもいかないし。37号車のカストロートムスープラ、あら抜いちゃダメですよね。ここ、急ぎたいんですけども、あら誠司です。あら誠司はここでピットインなんですが、さあトップはすでに68周ですので、もう10周を切っています。さあエンドレスアドバンススープラはピットインしましたが、
現在の GT500 クラスではトップが12番のカルソニックスカイライン、このままゴールすれば54ポイント、2番手に18番の高田ドーム NSX、 このままゴールして46ポイント、ロックタイトゼクセル GTR が3番手でゴールすれば60ポイント、60ポイントですとポイントランクのトップ、そして4番手で16番道上亮がパトロールの NSX ですと59ポイントで今度は1ポイント差で、ただここでですね4番手はハンディウェイトなしでしょう、はい、でスカイラインはもらいますね、ウェイト、はい、最終戦に大きな影響が出る差になりますね。これは面白いですね、さあどうでしょう、作戦として道上にあえて3番手を狙わせるのか、死守して4番手にしておくか。いやもちろんできればポイント取りたいんですが、逆にすごい結果が出てるのかもしれませんね。面白くなってきましたね、これは。そして GT300 の方なんですが、現在トップが26号車のシェルタイスアルバン GT3R、このままゴールすると70ポイント、で2番手にナインテンウェディングアルバンポルシェ、このままゴールすると70ポイント、並びます。なんということになったでしょうか。すごいですね、もう本当にどう言っていいかわからないような状況になっています。今まで GT 始まって以来、こんなポイントの争い方って皆さんなかったですよね。しかも両方ともですからね。そうです、300も500もポイント差で300が同点、それだけにもうここからは当然ミスは許されないですよ。もう絶対許されないですね。ただもうレースですから何があるか分かんないという、そういったものだけは隠されて、魔物は隠れているのは確かです。あっとバーストした破片を踏んでしまいました。ナインテンウェディングアルバンポルシェ、ああいうのですね、ああいうものを拾ってパンクしちゃうかもしれないですからね。ナインテンウェディングアルバンポルシェ、現在2番手を走行中です。ご覧のような順位になっています。65周です。 GT3R 投入で開幕から優勝争いのこの GT3R を狩るナインテンウェディングアルバンポルシェ、4号から和田にドライバーがチェンジされています。ここで詰まってきてるんですよね。1秒台に詰まってきましたよね、トップ争いが。金石君の方が先ほどからタイム見てると、GT500、ちょっとの差なんですけども、速いんですよね。2番手の金石のがタイムが速い。今 GT300 を2台挟んで、その前にカルソニックスカイラインです。まずアビリティマリ、これは70号車です。外国屋のポルシェをかわしていきました。島田さん、4号選手です。ちょっと序盤良かったんですけども、ちょっとクラッシュがありましたね。そうですね、序盤結構車のバランスも良くて、で、ペースカーどいた後にずっと抜けたいいペースでいけてたんですけど、セリカがなんかインラップでタイヤ交換が終わって入ってきて、ペース上がってないから速度差も結構あってね、いけると思ったんだけど、なんかかなり幅寄せされちゃって当たっちゃって、でも2番手まで上がってきましたから。そうですね、第3さんもね速いですからね。で28号車に抜くときにまたちょっといらないスピンしちゃったんですね。和田さんすっごいいいペースで走ってて、かなり追いついてて、最後の方届きそうな雰囲気だったので、またちょっと離されちゃって、今周回数的にちょっと厳しそうですけどね。このままいくと最終戦同点でということになりそうなんです。面白くなりましたねでもまずはこのレースきっちりね、今2番なんでトラブルなく、残り少ないですけどね、周回数少ないけどきっちり2番でいければ、まずはその次ですね、次のレースは。お疲れ様でした。ありがとうございます。次のレースですね。そうですね。ただシェルタイスアルバン GT3R もナインテンアルバンポルシェももう上限いっぱい積んでるわけですか。80キロ、ですから次はこれ以上増えるということはないですからね。両方が両方同じ重量積んでますからね。鈴鹿の勝負、このままで終わってくれれば、鈴鹿の勝負が本当に楽しみですよね。さあ GT500 はカルソニックスカイラインが96年以来の優勝へ向けて現在トップを行きます。
そして18号車高田ドーム NSX がこれを2秒弱の差で追っています。でもほとんどこれ合わせてるみたいですね、本山君。大丈夫じゃないですかね。パルソニックスカイラインはベテラン星野和義から本山聡にステアリングが託されました。ロックタイトゼクセル GTR は現在3番手。このまま3番手でゴールできればランキングのトップに躍り出ることができます。 FK マッシモがちょっと遅いな。おかしいですね、これ59秒っていうのは。そうですね、一つ落としましたね。エスウルトラタイガースープラにかわされてますね。なんかあったのかな。はい、すごいタイムが出て、はい、順位も一つ落としましたね。そうですね。こちらです。 FK マッシモセレモスープラ前回優勝を飾ったんですが今回は予選苦しみました。そしてこの決勝でも現在また一つ順位を落として6番手。ただ全体から言えばクラッシュはありましたけども10番手から6番手上がったことにはなります。竹内から立川にステアリングが託されています。38号車の FK マッシモセレモスープラ。第5戦は第4戦のポールから回走中スローダウンの屈辱を晴らすポールトゥーウィンを決めました前回。さあエンドルサルマンスープラの外にデンソーサードスープラバックファイヤーが散ります。さあもうすでにトップは72周になっています。残りあとわずか。これカルソニック星野さん優勝すると初めてですか、これ。今年ですか。はい、GT では初めてだと思います。そうですよね。いや、僕も星野さんの優勝というのは、97年11月のインターテック以来、プリメーラ以来、約3年ぶりだそうです。いや、僕もそう思ってますね。今大木曽さんに確認したら通算でも124勝目ということですね。GT で初優勝になるわけですね。いや、和義さん多分 GT で勝ったことなかったと思う。はい。それってなんか意外ですね。ファンからしますとね、もうすごく勝ってるような気がするんですけどもね。知花さん、ユニシアザナビがタイヤ用意してますね。ユニシアザナビスカイライン、ピットインしましたね。入りましたね。今回はもうクラス最高峰からのスタートになってしまったユニシアザナビスカイライン。田中から今シーズンで GT を引退することを表明しました長谷見正弘にすでにドライバーチェンジされていますが、一度43周目でタイヤ交換を終えているんですが、再びここは後輪を変えました。島田さん、左の後輪が完全にこうめくれ上がっちゃってるチャンク状態ですね。なんでしょう、なんか踏んだんですかね。確かにコース上には破片などが散っていたのは散っていたんですが、もうコースも結構、今回クラッシュ多かったですから、そうですね、破片とかそういうのが結構落ちてると思うんですよね。そうですね。浅見さんもったいないですね、これね。長谷見正弘、いやもう26番タイさん福山君は、多分もう流す後ろとはもうずいぶん離れましたからね。さあ GT500 はカルソニックスカイライン、高田ドーム NSX は現在2番手、さらにロックタイトゼクセル GTR と続いていますが、皆さん、やはりいきなりの事故ありましたけども、怖い存在とお話をしていたスカイラインがそうですね、やはり来るんですね。それとね、レース前のいろいろと取材をして歩いている中で、本当にこの本山選手が今回は勝てるよっていうことをはっきり言ってたんですよ。だからすごいなと思ってたんですけど、本当にその通りになってますよね、今のここまでの流れが。
そうですか、そんなに自信を持って、はい、今回はもうとにかくタイヤのチョイスも大正解だし、全然問題ない、でしかもトラブルは朝のウォーミングアップの時に、シフトやっぱりリンケージのトラブルだったらしいんですけど、それもそのトラブルは朝出ちゃったわけですね、でそういった意味ではこう勝てる時っていうのはこういう感じにポンポンってくるんじゃないですかね。さあファイナルラップに入っています。何よりも星野さんが初めてって、僕もね意外ですね、こういう仕事させていただいてて不勉強っていうかってこうして解説していながらですね、そうだっけ、みたいな驚きがありますね。いや僕パッて考えて、和義さんまだ勝ったことないなと思ってましたから、さあ勝利を目前にしまして第1ヘアピンを越えていきました。それからボクスターの姿も見えます。かなり調子を上げてきたボクスター、最終戦ではもっと素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるでしょう。スカイライン、これフロントガラスかなり割れてますね。割れてるんですね。キラ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 光るでしょ。石とかいろいろ破片とか飛んできてですね、ブラックが入ってますね。ガラスがねキラキラ光りますよ。いやもう今和義さんここまで来たらほっとしてますよ。そうですね。もう 99% いただきですからね。じりじりときちっとミスなく走っていくスカイラインらしいレースではありました。そしてその中で全てが噛み合いました。カルソニックスカイライン、すごいですね。有言実行でしたね。今チェッカーを受けました。カルソニックスカイライン、本山聡、最後はステアリング握って、そして拳を突き上げました。カルソニックスカイライン、チームインパル、チーム星野96年以来の優勝、そして星野一義にとっては GT 初優勝となりました。そして2番手には18番高田ドーム NSX、 3番手にカストロール、1番のロックタイトゼクセル GTR が今チェッカーを受けました。これでポイントトップの60ポイントとなります。ただこの後にカストロール、無限 NSX がおそらく4番手で入ってくるでしょう。そうなりますと1ポイント差ということで、わずかにこのリードを保っての最終戦を迎えることになります。ロックタイトゼクセル GTR、 3番手でゴールです。優勝は12番のカルソニックスカイライン、星野一義 GT 初優勝。今カストロール NSX がコントロールタワーを通過していきました。これでポイントが59ポイント。さあそしてシェルタイサンアルバン GT3R、 GT300 の優勝、今シーズン3勝目、ポイントランクトップの70ポイントになります。開幕戦、そして第2戦とポールトゥーウィンを飾った26号車シェルタイサンアルバン GT3R、 そして2位に910ウェディングアルバンポルシェです。ギリギリでドライバーズランクトップは死守しましたが、同点70で並ばれはしました。これで最終戦が本当に面白くなります。3番手にはこちら2代目のタイサンの GT3R、 RD タイサン BP GT3R ということで GT300 クラスは GT3R の1、2、3フィニッシュとなりました。さあ帰ってきましたカルソニックスカイライン、ブルーの GTR 本山聡、ポイントドライバーズポイントで54ポイントになりました。十分に最終戦での逆転が可能な位置、96年以来の優勝を飾っています。いや、ユロさん、星野さんの初優勝というのもありますけども、スカイラインらしい走り方というのもありました。どんなところが一番大きな勝因だったでしょう。やはりこの安定したこの急にドライになったこの状況の中で、最も素晴らしく車が仕上がってましたね。あとその1周目のやっぱりトラブルというかクラッシュに対してそれを切り抜けるっていう運も当然あって、
いろんな意味でやっぱり勝てる時っていうのはこういう感じでしょうね。全てが噛み合った時に初めて勝つんですよね。はい、もう素晴らしかったですね今回は。はい、GT500 クラスはカルソニックスカイラインが今シーズン初優勝、いや96年以来の優勝を飾りました。そして鈴木さん、はい、星野さんのこの表情はもう見てるだけで伝わりますね。いやもう嬉しいですよね。はい、島田さん、はい、今ですね2人が抱き合って星野さんもちょっとですね潤んでます。星野さんおめでとうございます。どうもどうもどうも。星野さんね、記録を紐解くと GT 初優勝だそうですけど。あ、そう。いや、とにかく車本山に任せて何の不安もないし、あいつが決める車でもう全然乗りやすいし、もう全部あいつに全部任せっきりなんだけど、本当にいいドライバーと組めて幸せです。それとスタッフもみんなよく頑張ってくれてるんでね、本当感謝します。金曜日からですね雨の状況があったりとか、その中でもですね自分のポジション、そして自分のペースを守ってきたからこその優勝ですね。そうですね、周りに影響されないようにね、うちでやってシミュレーションやってることがね間違いないってことが証明されるんで、監督にしてもデザイナーの加藤ちゃんにしてもね、みんなやっぱプロフェッショナルで、東名の今井さんもね本当エンジンよく頑張ってくれてるんで、本山選手おめでとうございます。ありがとうございます。交代してから素晴らしい追い上げ、そして1位に立ちました。金井さんの時にねちょっと接触しちゃったんですけど、しょうがないっていう部分で、なんとか勘弁してもらって、ただ今日は星野さんが、すごくスタートから完璧なレースしてて、交代するのはすごく緊張したんですけど、とりあえず、今年1年間星野さんの下でその学んでいることをちゃんと活かせれば、勝てるんじゃないかなと。レース前から今回は勝てるっていうふうに自分に言い聞かせたそうですけど、言い聞かせるっていうか、車も、すごく調子良かったし、僕も星野さんもすごく乗れてるんで、そんな気がしてて、とにかくもう失敗だけしないように、とにかくミスだけしないように最後まで。これで最終戦ポイント争いすごく面白くなりました。そうですね、もう本当こいつはすごいドライバーだね。もう何も言うことないし、もう本山にも任すだけでね、僕が引き継ぎだけで、もう本当素晴らしい。もうどうやって褒めていいか分かんないけど、あんまり褒めると有頂天になっちゃいけないからねその辺はもうドライビングテクニック、アクセルワークっていうのはもうプリメーラサニー乗ってる頃からね目つけてたんだけどね、本当素晴らしいね。何も言うことない。そういう星野さん GT 初優勝なんですけどおめでとう。僕も2回目ですよね。でもとにかくそのチャンピオンの可能性が、ある限り、絶対ミスしないで最終戦もいいレースがしたいですね。最終戦期待してます。今ファンの人たちがみんな真後ろ喜んでます。頑張ります。頑張ります。どうも。はいというインタビューをしましたけども、いやもう嬉しさ伝わってきます。これで星野さんのところはポイント的には何ポイント？はい、これで54ポイントになりました。トップが、コマスの60ポイントです。わずか6ポイント差。まだチャンピオン、500は本当に分かんないですね、これ。でそのコマスに続いて1ポイント差で、道上亮が、カストロルムゲンですね、2番手につけています。でその後 FK マッシモが少し下がってしまいましたが、今回6位というと、48ポイントになりますね、合計で。いや面白いですね。これはどうなるか全く分かりません。それとですね、このウェイトハンディがこの後ですね。これでロックタイトゼクセルが60キロになるんですね、プラス20。で道上選手とのカストロール無限 NSX は10キロ減って80キロになる。ベストラップタイムがちょっと今見えてないですが、ちょっと予選の状況がありましたね。道上選手は10キロ乗りますね、予選で。そうですね。そうすると同じ90キロですね。そうですね。このウェイトハンデが最終戦で
どうなってくるかというところで、今結果が上がってきました。カルソニックスカイラインが優勝しました。星野和義は GT 初優勝になります。2番手に高田ドーム NSX、 そしてドライバーズタイトル3連覇に向けコマス、ここでトップに立ちました。3番手でのゴールです。そしてそれを1ポイント差で追う形となりました道上亮のカストロール無限 NSX が4番手。以下スープラ勢が続きます。エッソウルトロンタイガースープラ、FK マッシモセレモスープラ、エンドレスアドバンススープラ、デンソーサードスープラ、カストロールトムスープラ。 GT300 の方は GT3R の1、2、3フィニッシュとなりました。まさに今シーズンを象徴するかのような結果となっています。シェルタイサードバン GT3R 今シーズン3勝目。2番手には910ウェディングアドバンポルシェ、3番手に28号車 RD タイサン BP GT3R と入っています。これで26号車910号車の2台がドライバーズポイントで70ポイントで並びました。鈴木さん、こちらのお話もやはりわからないというのが、そうですね、ただ残念なことにちょっと日本のメーカーの車が今回振るわなかったっていうのがね、1、2、3がそうですね、ポルシェということですから、もうちょい日本のメーカーの車頑張ってほしいですね。そうですね、はい、次回が鈴鹿となりますが、オートバックスカップ全日本 GT 選手権シリーズ第6戦 CP ミネ GT レース終了したわけですけども、荒れましたね、本当に大荒れのレースの中、しかし結果すべてが最終戦に持ち越されるという、ファンにとっては一体どうなってしまうんだという楽しみを残してくれました。ただこの後今回クラッシュしてしまった車が実際に戻ってこられるか、この辺りもちょっと心配なところなんですが、結構最後までバトル見たかったですから、その1周目は残念だったですね。ただ怪我がなかったことだけがね、それが本当に救われたなと思います。オートバックスカップ全日本 GT 選手権シリーズ第6戦 CP ミネ GT レースをお伝えしてまいりました。解説は伊良拓也さん、そして鈴木圭一さん、実況私テレビ東京の島根でお送りいたしました。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。